グの声から開始されるという。はい、始まりました。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。ちょっと遅れて。あ、失礼しました。はい、93回目の93回目勉強会。はい、始めていきます。始めていきます。はい。ちょっと読みますね。はい、お願いします。はい、ゆとりろQさん。はい、いつもありがとうございます。93、これは100回目あるかもですね。あるかもですね、これは。ないはずだったんだけど、あるかも。これはどうしたことかっていう話ですよね。どうしたことかっていうぐらい。本当に。ゆとりろさんのアイコンが可愛いですね。じゃあ、キティちゃん。ライランさん、イエーイ。タイパンさん、かおりさん、みかさん、皆さんこんばんは。借金時計のシークレットメッセージもそうですが、ダンちゃんの投稿から目が離せませんね。ねえ、もう最近ちょっともう本当にそうですよ。暗号だらけ。もう気になって仕方がないです。X の方とトゥルーソーシャルの方と両方投稿されるから、すごい。そうでインスタもそうでインスタもまたちょっとインスタオリジナルなものが結構あったりするんで、X のやつが多分でも一番ベーシックに見といた方がいいのかなって感じですけどね。はい。パルコさん、こんばんは。1週間瞬きするぐらい早く感じます。本当に早いですね。もう信じられないです。ちこさん、かおりさん、みかなさん、皆さんこんばんは。こんばんは。ちこさん、来週は RVEBS 来るのではないでしょうか。ね、来るのではないでしょうか。本当にそう思います。今度こそ。シャーズナブルさん、皆さんこんばんは。バイ G をマネロンで早く捕まえてください。はい、もうお願いします。本当にお願いします。もう本当に迫ってるとはわかるんですけれども、早してって感じです。タイプはゆとりろさん、100回は普通にクリスマスイブ放送で。ああ、そのぐらいになるかもね、なるのかな、このまま計算するとね、毎週やれば。さあ、どっかで1回休み、2回休みぐらいが入ってほしいんですけどね。ね、ぜひ期待してます。ね、お休み入っても、続けるのは続けますけれども、とりあえずお休みが1回、2回は入ってほしいなって思ってるんですけど。ね、美女のお二人みたいですね。と言っていただけてありがとうございます。ありがとうございます。チコさん、タイパンさん、そう思います。スカイさんが本当は1日の予定だったとか言ってましたね。そうそう。いや、でも本当に他の情報、いろんな方のものがもう1日だと言われてたんで、そうだと私は思ってたんですよ。TNT さんも同じこと言ってましたし。あとね、日本側からの情報でもそれがあったんですよ。白封筒情報の方でも同じあったんですよ。だから1日だと私は思ってたんですよ。たんです。ようあいさん、よろしくお願いします。スマイルさん、こんばんは。きよとしさん、こんばんは。ゆゆここさん、かおりさん、みかさん、皆さんこんばんは。最近の情報に緊迫感を感じる。もうすぐそこでしょって思ってます。もう畳みかけるようにね、いろんな情報が毎日ね入ってくるんで、いや本当にそうなんですよ。もう麻痺してきてますけれども、すごい情報がやっぱり毎日入ってるんですよ。本当にすごいものがすごく感じないぐらいになってる、麻痺してきてるんですけど。はい、とりあえずはい、そういたしましたら、今週は先週YouTube ライブ終わって寝てすぐ起きた日曜の朝に寅さんの演説があって、で、昨日もまた演説が昨日の朝ですね、もう演説があってっていう感じで、寅さん今週2回演説されたんですよね。で、なんかね、今日のやつは結構半分ぐらい見たんですけど、なんかね、やっぱりちょっと話がこのところ結構毎回演説ごとに割と話題が違うんですよね。で、全く同じの焼き直しっていう感じではなくて、で、なんかね、このところ結構エネルギー関連の話をすごいしますね。
うんアメリカで要はもう間もなくフリーエネルギーになるわけだと思うんですけれどわけなんですけれども、そこまではっきりは言わないので今そのノルドストリームの件とか、ロシアが止めてるよねっていう話だとかその辺のエネルギー問題のこととかあとバイジーの電気自動車に電気自動車政策みたいなものをダメと俺はガソリン車だみたいなガソリン車とハイブリッドぐらいまでかなみたいな話をしたりとか、そういうこととあとその石油関連の話でベネズエラの石油の話を結構毎回します。であとまた今日の昨日の分でもまたバラクフセインってまた言いました。前回の、日曜日も言ったんですよ。何なんでしょうねこれゲマでも出てますね。あれ何のやつかな。それ何かあると思いますねこれ。毎回言ってるんでフセインって言ってます。でそんなこんなでいろいろもう暗号いっぱい散りばめられてる演説だったと思うんですけれども、詳しくは理解はできないですけれども、ただ私後で出させていただきますけれども字幕を入れさせてもらった昨日の演説のエンディングの部分で55の示唆出ましたね。545ですけども、確実に2回も言ってるので55がもうすぐだよっていう示唆だと思うので今週だと思ったんですけれども来週かなみたいな風にさすがにそうじゃないかなって思います。で、あとフィルさん、今週で結構チャーリーさんは全く大したテレグラマとかあとなんかちょっとニュースレターとかも撮ってるんでそういうのも来るんですけどあまりに特に大した動きが感じられなくてでフィルさんがこれも後で詳しくは紹介しますけれどもフィルさんがもう限界地点が迫ってるからライブはしませんって言ったんですよね。めちゃくちゃ意味深ですよね。もうライブもう予定もないと、なんかもう間もなくだっていうことをほぼはっきりと言ってくれたのでもう私はそれをすごい信じてるのでもう本当に数日以内じゃないかと私はフィルさんの言葉からも認識してるんですけれどもでその辺かな。であとちょっと意味深な投稿を結構最近されててフィルチャットはもうみんなが暗号解読を一生懸命やってそういうのでちょっともう盛り上がってるんですけれどもでそんな感じかな。あらかた大まかには今週ははい。なんかチャーリーさんがどこかに行ってらして、ここでブリックスの何かが行われるって言ってたのブラジルのリオその後続報ないですね。ないんですよ。帰ったか帰ってないかもわからなくてこの間何なのかわからないですし、そうわからないし、でこの間なんかニュースレターも取ってるのでなんか1週間に1回ぐらい来るんですよ。でも特に今どこにいるとかそういう情報もないし、そんな皆さんにお伝えするほどの内容じゃなかったんで特にシェアもしてないんですけど、なんかチャーリーさんはちょっと今のところテレグラムの投稿あるんですけれども結構ねレッドピルボーイさんの転送ばっかりで大した内容もなくてっていう感じですね。はい。じゃあそんな感じですかね今週は主には。じゃあ今週ももうこのところね結構そのもう主要人物の方の動きが激しすぎるのでちょっとトラさんチャーリーさんは今週は特になくて、あとイーロンとかいろいろですねフィルさんとかプー様とかのちょっと動きを一人ずつちょっとスポット当ててお話
することからスタートして、でその後ちょっとブログ、の読み上げはちょっとやるかどうかわかんないですけれどもして、であと金融関連のお話という流れでいきたいと思います。はい、では、はい、じゃあ、そうしましたらまずトラさんからなんですけれども、まずじゃあトラさんの一番上からいきましょうかね。はい。はい、こちらがね、トゥルースソーシャルにトラさんが、トゥルースソーシャルもトラさんのね、投稿激しすぎて全く終えてない、もうほぼ全く見れてないんですけども、これ追って、暇人だったら、そればっかり追ってたら結構いろんなことわかると思うんですよ。あれをきちんと毎日、ね、翻訳したりとかして投稿してくれる人いたら、誰かしてくれたら嬉しいんですけど、多分見るんですけどね。いろんな方がスクショ撮って投稿してくれてますけどね、もういちいち読んでない。断片的な感じだし、特に情報が入ってるってわけじゃないので、トラさんの場合暗号なんでね、全部そのやっぱ解析してくれてなんぼみたいな感じでね、そうなんですよ。だから特に解析が一緒に載ってるわけじゃなかったらもうスルーしちゃって。そうですよね。大体もう大文字で書いてることとか2、3回書いてることとかそういうのは大体いけまでやっと意味がわかるみたいなね感じなんでね。はい。で今回こちらがトゥルースソーシャルにに投稿された動画ということで、これミカちゃんがQ++さんからの情報で、でこちらがねこれ誰でしたっけ、このクリスマスマライア・キャリーよく出たな私。すごいね、私本当芸能人疎いんで名前出ないんですけど、マライア・キャリーのクリスマスのソングありますよね。で歌に合わせて踊る動画がなんですけれども、ね、クリスマスまでに戻ってくるよってね以前に言ったものをおそらく伝えてくれてるのかなっていうことでダイレクトにそうだと思います。で読みましょうかね。ドナルド・トラさんは昨日投稿したこのビデオでクリスマスには戻ってくると言っているようだ。で、2番、トラさんとリンクしたアカウントは7年と7日後に戻ってくると言っている。2017年1月20日の就任式を基準とするなら、2024年1月27日のこととなる。彼の選挙勝利が2016年11月8日に行われたと仮定すれば、11月15日のことになるみたいな。これがね、11月15日の下がすごい多くない？このすぐ下じゃないですよね。何？すぐ下にはない。今、かおりさん読んだ。ここ今読んでます。これ？となる。彼がクリスマスに戻ってくるというビデオを公開したことを考えると、1月の方がより論理的だろうということなんですけれども、私は11月15日の方のスポットを結構当ててるので、こっちじゃないかなってこれを見ても思ったんですけれどもね、その7、なんだっけ、7年と7日後に戻ってくるっていうのが、それが計算方法によると11月15日にもなるということなんで、もうそこに私はかなり集中してます今。でね、こちらとあと去年すごい絵面とかその界隈の人たちがずっと言ってたRemember The 5th of November があるので、5日から始まって5日から14まで10日間暗闇って15日みたいなかなって思っているんですけどね、基本的にはそれを今私はそこに一点集中してます。はい。じゃあ次。2日演説より。でこちらが先ほどちょろっとお話しした、トラさんの、最新の
2日なんで日本時間の3日の、演説の一番エンディングの部分で、545って言った件ですね。これ2回言ったのでね、本当に。で、でこちら、その内容自体も、もうこの部分は重要な内容でもあったので、ちょっと私が要約したところを読みますね。私たちは財政的、軍事的に深刻な問題を抱えている国だ。この選挙に勝たなければ私たちはもはや国を持たないことになる。トラさんが引き渡した際、イランはテロ大国にはなれな、引き渡した時、イランはテロ大国にはなれなかった。資金がなかったから。ということで、これ、そういうふうにトラさんは持っていっていたんですよね。いろいろね、駆け引きをしてて。ビジネスマンなのですごい駆け引きをしてたんですよ。で、そこに入ってきた、完璧に無能な男が人質取引で、イランに60億ドルを渡してしまったと。でもそこから、それとプラス、5人、その人質の、その60億ドルをかけて、渡して人質取引した人数っていうのが5人対5人だったっていうことで、それで55なんですけれども、その5人の質がまた、質の問題があったらしくって、トラさん曰く。で、アメリカが捕虜にしてたその5人っていうのは、史上最大の武器商人だったらしいんですよね。で、それをまた、イランに返してしまったので、イランはまたその武器商人がイランに来たことで、またそれで儲けて、どんどん、お金を稼いで肥やしていっているみたいな、そういう状況みたいな。でもそういう意味でももう許せないことを、無能な男はしたというようなことをおっしゃってました。その下に下がっていただいて、で、こちら、もうね、ここにお集まりの方皆さんわかると思うんですけど、55って言ったら、一応そのまま下に下がっていただいて、Q ドロップ55ですね、もう何回出てきたのっていう話なんですけど、で、こちらが、ツイッターに注目、まさにこれ、親愛なる、アメリカ人の皆さん、嵐は我々の頭上にある、で、神のご加護っていう、こちらですね。で、こちらが55なんで、これを示唆したのではないかと私は思いましたと。はい。そういたしましたら次、戻りまして、自分の政権は4年間停止させられた。こちらが、よいしょ。こちらが、これも、Q++++ さんからの情報で、これも同じ、あれですね、3日の、演説からの切り取りですね。これ FJ ツルスさんで、ドナルド・トラさんは自分の政権は4年間、バイ G の、大統領任期中、一時停止させられたと繰り返し言ってました。大勢の米国人の心を掴んでいる。訳中として、トラさんと軍は秘密裏に行動しており、彼らが決断すればバイ G は交代することを確認。そうですね。はい。です。いつでも交代できる。いつでも交代できる。もうそれを、ただタイミングだけ、もうこちらが決められるタイミングを見計らってるだけのことなのでね。はい。では、11月のイベントは史上最大。こちらが、こちらエズラ氏の、X 投稿からですね。で、こちらも、いいや。で、こちら、11月、トラさんの、発言についてなんですけれども、11月のイベントは、米国史上最大のイベントになる、ドナルド・トラさん。で、ノベンバーto remember って書いてて、記憶に残る11月ですね。で、もう本当に、これずっと、去年もずっとこのノベンバーto remember と、
リメンバー、ザ・フィフス・オブ・ノベンバーっていうのは何度投稿したかなっていうぐらい、エズラはずっと投稿し続け、この2つの言葉を投稿し続けてたので、はい、それがまあもうそのね、5日っていうのが、今日が4日なんで明日ですもんね。明日何かあってくれたらと思うんですけど、本当にそう思うんですけど。で、こちらの動画の役、1月15日、私たちはとてつもない日を迎えるだろうが、11月にはもっと重要なことがあります。それは私たちの国の歴史上最大のイベントになるでしょう。3年前の、そこまでですね、この発言は。はい、っていうふうに言ってました。はい。で、次。で、またこれ同じ時の発言の文で、我々は素晴らしい日を迎えるだろう。じゃあこちらが、ちょっと画面がほぼ一緒なんですけれども、で、こちらはフリーダム・フォース・ベータリオンさんからのですね。で、こちら、ミカちゃんが、翻訳してくれた文ですね。で、こちら、動画の訳。1月15日、我々は素晴らしい一日を迎えるだろう。あ、同じか、これ。訳し方が同じだった。同じなんですよ。あ、同じでした。ごめんなさい。ちょっと違う、同じ時の違う発言かなと思ったけど、違います。一緒で、全く一緒でした。最後の一文だけね。そうですね。それがあるかないか。腐敗した我々の国を救う。最後。あ、そうですね。それが、ちょっとだけ長かったのかな、こっちの方が。そこが違うから。はい。じゃあ次。それは間もなくやってくる。はい、こちら、でクラッシュ・ザ・マトリックスさんの文で、ミカちゃんが翻訳してくれた文ですね。でこちら、彼は間もなくやってくると私たちに警告している。ゲマトリアは史上最高レベルということで、これ、トラさんのトゥルースソーシャルの、投稿からなんですけれども、ハイエストレベルエバーって書いてあるんですね。で、ハイエスト、レベルエバーの、ゲマが、ね、The Storm is here なんですよね。もう胸熱ですよね、これ。レッツゴー。レッツゴーですよ、これは。もうゴーゴーですよ。レッツゴーって書いてますね。史上最強のゲマですね。そうですね。だからまあもうこの辺も本当にもう、間もなく近いことをね、すごい、トラさん自身、トラさん自身というか、ダンちゃんですけれども、ダンちゃんが、必死で言ってくれてるので、伝えてくれてるんですよ。なんかいろんな人が、ゲマっていうか暗号的な、フレーズを出してるじゃないですか。本当に最近始まりましたよね。もうダンちゃんとトラさんだけじゃなくて、ドンジュニアとか、イーロンとか、イバンカさんとか、トラさんファミリーの人たちがみんなこぞってやってますよ。暗号を出してるから。もうどれとどれ追い切れない。追い切れないです。もう本当イバンカさんのやつとかも見るけど、絶対なんかあるなと思うんですけど、もう本当にわかんない。そうなんですよ。だからもうダンちゃんだけに私は絞って、それがいいと思う。あと、ジャック・グラスリーさんもいます。グラスリーさんも。グラスリーさんも時々出てきたら出しますけど、もうトラさんも多すぎて本当に追い切れないし、もう毎回多分何かを示唆してるんでしょうね。毎回全部のたびに無意味なものは一つもないはずです。全部追ってたら身が持たないので、もう本当に暇人だったらそこばっかり追いたいけど、それを追うのに特化した人とかもいるのかもしれないけど、なんかできる人がいたらしてほしいけど、もうずっとトラさんずっと見張っていてくれる人とか、ダンちゃん見張っててくれる人とかいたらね、やってほしいです。もう私たちありとあらゆるところ見てるんで、もう全部追い切れないんで本当に身が持ちません。本当に激しくいろんな人がいろんなことを配信しなんだろう、発信してるっていうか、してます。はい、じゃあ次。
まあ、それは間もなくやってくるか今終わったのかな。で、次、アメリカンアカデミーですね。はい。でこれも、まあ、もう本当、この前後も、もうすごい同じような、ドラさんの声明動画が3つぐらいいっぺんに上がってたんですけど、他のやつはちょっと見てなくて、これ見たら全部翻訳したくなるから、もうこれしか見てないんですけれども、これたまたま見たこれが、すごい素敵な内容だったので、ちょっと、私も本当に、正直、今こうやってこう情報を追って、こうやって皆さんに配信もしてますけれども、自分の中で、正直RV よりも、そんな自分の中で優先順位が高くないんですよね。私はやっぱり子供の教育とか、まあそのね、コロちゃん関連のそういうね、C の C の P 関連の、日本がそういうのに翻弄されたこととかが、なくなってほしいっていうのとか、そのあたりが、もう一番私が望んでることで、もう本当 RV は来たらいいかなぐらいな感じで思ってることなんですよね。だから自分の中ですごい優先順位が高い子どもの教育のことについてトラさんがこういう話をしてくれたのがすごい嬉しくって、ちょっとね朝からこれも見てちょっともう本当におーって感動してちょっと涙出てしまったんですけれども、ちょっとこちら読みますね。翻訳したので。まずこれあれですね。ザ・パニッシャーさんのテレグラムでパニッシャーさんが書いてた文章からの翻訳からいきます。トラさん、米国人全員に大学無償化を発表。アメリカンアカデミーという名目ということで。これがどれほど大規模なことか分かっているだろうか。すべてのアメリカ人に無料の学位を、過去の学位を取得する余裕がなかった人々のために部分的な単位を認める。画期的な技術を使ったすべての人のためのオンラインアクセス。納税者の負担をゼロにしてこれを成し遂げられると、彼はどうして確信しているのだろうか。なぜならすでにこれができているからだ。彼は腐敗した大学から押収した資金と資産を使っている。大統領令13818を考えてみよう。これこそ映画にとても時間がかかっている間に舞台裏で計画され、準備されてきたタイプのものだ。これは準備万端の画期的な計画の一つに過ぎない。だからアノンは知っているのだ。The best is yet to come っていうのが、ザ・パニッシャーさんのコメントで、こちら、動画の翻訳いきますね。で、ここ数週、これ2分ぐらいあったんで、まあまあ長い。大丈夫か。読みます。ここ数週間、ハーバード大学をはじめとするかつて尊敬を集めていた大学の学生や教授陣が一数を攻撃した野蛮人や聖戦士への支持を表明しているのを見て、アメリカ人は恐怖を感じています。我々の高等教育に他のどの国よりも多くの資金を費やしていますが、彼らは学生を共産主義者やテロリスト、多くの間違った次元への支持者へ変えようとしているのです。いや、本当にそうです。で、学歴が高い人ほどちょっとおかしいんで、考え方が、本当に。で、こんなことを許してはなりません。私が今日発表する計画では、私立大学への過剰な寄付金に課税し、罰金を課し、訴訟を起こすことで何十億ドル、何百億ドルもの資金を回収します。そしてその資金をアメリカンアカデミーと呼ばれる新しい、機関の寄付金に充てるのです。その使命は全てのアメリカ人が真に世界クラスの教育を無料で受けられるようにすることであり、連邦政府の負担を一銭も増やすことなく、それを実現することです。この機関は、人間の知識とスキルの全領域をカバーする最高品質の教育コンテンツを宇宙全体から集め、その教材をすべてのアメリカ国民がオンラインで無料で利用できるようにします。講義や各国の歴史、財務会計入門などどのような内容でも利用できるようにします。私たちは熟練した職業訓練を行っているのです。そのゴールはそれを提供し、きちんとやり遂げることです。勉強会、メンター、業界とのパートナーシップを利用し、コンピューティングにおける最新の打開策です。これは国民にとって真にトップクラスの教育オプションとなることでしょ
これは政治的なものではなく、目覚めとか聖戦を望むような主義も許されません。そのようなことは一切許されません。最も重要なことは、アメリカンアカデミーは、既存の非常にコストのかかる4年生大学と、直接競合し、学生に学位資格を与えることで、アメリカ政府とすべての連邦政府、請負業者は、今後このアカデミーを学士号と完全に同等のものと認めることになるということです。すごい。これは本当にすごい。で、さらに、大学教育は受けたが学位は持っていない4000万人のアメリカ人を支援するために、アメリカンアカデミーは学士号を授与します。アメリカンアカデミーは学位は持っていないものの、過去に在籍した教育機関の実習単位を認定し、アメリカンアカデミーでの教育を無料で、現在よりもはるかに短期間で修了できる機会を提供します。これは高等教育における革命であり、何千万人もの国民に人生を変える機会を提供するものです。楽しみ、学び、そして感謝しようとトラさんは言ってました。で、要は、これね、アメリカでの話ですけれども、おそらくね、世界スタンダードとして日本にも来ると思うので、ね、そうなったらもう本当に大学とかももう日本の高等教育でになればなるほどもうおかしな思想に誘導されてしまうようなもうカリキュラムになってるので、もう教育っていうものが全てがそういうものがもうきちんと正しいもの、特に歴史とかはよそっぱちなので、そういうのも全部ね教科書が変わってきちんとした教育をこの内容、この話だとそういう通信教育でネットを使っての教育で受けられるってことなんで、うちもね中学生の息子がいるので、ちょうどちょっと息子とそういう今後ね将来のこととかちょっと話してたのもあったので、つい最近だからこういうので勉強が自宅でできるとかになったら本当素晴らしいなと思って、だからちょっと息子にも、こういうのも、英語であれだったらもう英語も勉強させて、そういうのこういうアメリカの学士が取れたりとかもするかもしれませんしね。でもちょっと素晴らしいなと思ってちょっと感動しました。はい、じゃあ次。トラさん29日演説。こちらはこれはざくっとで、これはだから先週の日曜日の分ですね。で、こっちはねそんなにこうもう取り上げたいなと思うほどのことがなかったのでざっと訳しただけなんですけれども、ちょうどねこの時にマイク・ペンスが去ったところだったので、そういう話が出てきたりとか、でこれまたバラクフセイン、じゃあちょっと下がってもらって、これがバラクフセインを私がずっと言ってるやつ、これ言ったところとキャプチャーしたので、これちょっと音声出してもらってもいいですか？音声出しますよ。いけるBarack Hussein. He was a great piece of work from this film. He go, Barack Hussein. でこれを毎回言ってるんですよ。めちゃめちゃ強調してますね。フセインって言ってるんですよ。今日のやつは今日またもっとすごかったです。バラクフセインって言ってます。なんか前回もこうやってダンちゃんが投稿した音楽流してたじゃないですか。著作権引っかかっちゃって。そうでも動画に影響なかったんですけどね。その曲の作者が著作権は放棄してたから大丈夫だった。なんか音楽がかかるとちょっとまずいか。ほらどんぶらこっこの歌が著作権引っかかった。本当に？そう。でも大丈夫だったんですけど。そう。なるほど。注意しないとね、音楽は。ね。トラさんの声は大丈夫かな。はい。じゃあ次。はい。ここはこれ、ちょっと気になったのが、そして私たちがホワイトハウスに戻るとき、私たち全員が一緒に戻ります。で、ハマスに
同調する、浜の数に同調する、今のところね、大丈夫大丈夫、もうすぐ終わるから。同調する人たち全員のビザを無効にします。そして彼らをこの国から追い出しますって言ったんですよ。で、あくまでもこの今のタイミングだと、その浜野スーさんに同調する人たちは、トラさん的にはNG ということになってて、で、あくまでもイスはかわいそうで、イスを擁護する立場に基づいての話をしてるんで、これはでももう上辺だけの話だと思うのでスルーしていいんですけれども、あえてこういうことを言ったのもちょっと気になったので、なんか日本では昨日から昨日ヤフーニュース出てたのが、イスから難民が日本に何十人かな来たんですよね。本当に、多分もうみんなかわいそうって多分テレビ見てる人は思ってもうかわいそうだったね、よく来たねみたいな、風になってるみんなそういうもう間違いなくなってますね。なってますよね、皆さんね。もう日本でちゃんと安心してね、一時的かもしれないけど安心して暮らしてねって絶対みんな思ってますよ。やっぱりそう思ってるよね、みんなね。普通に思ってますね。テレビ見てたら普通にね。完全に否定はできない、そのね、みんながみんな悪いわけじゃないので、本当に完全に否定はできないですけれども、ちょっとどうかなと思います。はい。で、あと一つ気になったのが、ゴールデンシャワーは私にとって問題でしたって、これちょっとこれだけ挟んだので。前回はなんかゴールドがなんか足元にみたいな。またちょっとゴールドっていう言葉がある。しかもゴールデンシャワーって言ったんですよね。それはちょっとね、これは今からゴールドのシャワーをみんな浴びることになるよっていうことを言ってるのかなって、これはちょっと話の出し方がちょっとそういう内容ではなかったんですけど、突如出てきたので話のね、均等交通課のこと言ってるねのかなと、そうでしょ、でしょ、だと思うんですよ。そうだと思います。でもそれが私にとって問題でしたって言ったのがちょっとよくわかんないんですけれども、でもおそらくもう今日もうだからアメリカの財務省ノートももうなんか表に出てこようとしてるじゃないですか、借金時計のね、今日の後で後ほど出しますけれども、だからその件かな、アメリカ財務省新財務省ノートのことかなみたいなですね。とちょっと匂わすような話がちらっと出ましたと。はい、そうしましたらトラさんだけで44分ぐらい。はい。大変こっちゃ。じゃあ次ハロウィン。違う爆弾発言があったな。29日演説爆弾発言。結構ね、いつもねトラさんの演説が終わった後にダッチ・ディガーさんが結構ね要所で投稿してくれるんです。すごいありがたいんですけど、これダッチ・ディガーさんで。トラさん爆弾発言、裏切る者と殺人者を捕まえようっていうことでね。でこちら、画像訳、トラさんで、私がホワイトハウスに戻ったら、米国の敵が国民を殺そうとすれば我々があなた方を殺すことを改めて知ることになる。これはあれですね、演説の話じゃなくてあれだかトゥルースの投稿ですね、というすごい発言が出てきてました。で、あなたが米国人の血を一滴でもこぼしたら我々はあなたの血を1ガロン流す、という恐ろしい恐ろしい確かに爆弾発言、この最後の一文が特に1ガロンとか、ということで、でも今もねこの辺始まってますので、その悪者逮捕関連。はい、じゃあ次ハロウィン。はい。よいしょ。こちらが準備せよ。これ結構前の話ですね。先週の日曜日の話ですね。準備せよ9。
EBS は10月31日よりスタート。まあ、これはその時の話ですね。で、トラさんはハロウィンでは贅沢な明かりをあげようと述べ、10月31日火曜日からの EBS について言及した。召喚ニュース。掲げよう。掲げよう。あ、明かりを。明かりを掲げようか。明かりを掲げようと述べ、彼は10月31日火曜日からの、EBS について言及した。で、召喚、あれこれ、つながってるね。召喚ニュース。月曜日のブラックスワン、10月30から31。で、経済崩壊による史上最大の富の移転。これつまずいてこの国を去るのにこれつまずいてで合ってる？違う？読めない。で、この国を去るのにハロウィンほどふさわしい日があるだろうか。これなんて読む？つまずいてでね、ハロウィンほどふさわしい日があるだろうか。で、ジャック・ストローさん。ということで。そう、多分つまずいてていい。つまずいてね。これすごく訳しにくかったんですよ、多分。それで、つまずいてが唯一、なんか意味が通るかなって思って、多分つまずいてにしたような気がしないじゃないですか。どうだったかな。なるほどね。そういうことか。膝を。そう、それでした。膝、そう、土下座するみたいな。そういうことですね。そうです。ひざまずいて。ひざまずいて。ひざまずいてですね。つまずいてるの。ひざまずいてた。これひざまずいてって。読むんですね。ひざまずいてた。変換しちゃうから。あと自分が読めなくなる。ひざまずいてた。ひざまずく。そうですよね。これが2。でもひざまずくって大体ひらがなですね。ねえ。読めなかった。そう。今漢字調べた。やっぱひざまずく。つまずくじゃなくてひざまずく。ひざまずく。OK。で、ということで、まあね、このハロウィンから何かっていう話がずっとあったので、で、まあね、本当はスカイさんも11月1日からっておっしゃってて、で、その他、本当もろもろも11月1日からっていう話があったんですけどね。あと、イラクが WTO の、加盟の会議が3日間あったじゃないですか。そうで、1、2、3ですね。はい。そことも一致しますし。ねえ、そうですよね。そうなんですよ。でもまだそこが釈然としないんですよね、まだね。釈然としないんですよ。なんかくすぶってる感じ。もやもやもやってしてなかなか。ね。舞台裏ではいろいろなんかなんやかあるのはわかるんですけど。表に出てこないんですよね。はい、そういたしました。じゃあちょっとコメント読みますか。ね、これ何ですか。グミなんだ。何かなと思ってちょっと一個いただきますね。用事あるんです。カメちゃん。カメそうって言われるから。美味しい。お待ちくださいませ。ゆうここさんまで。まこさん、いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。こんばんは。6日月曜日はゆり歴10月24日です。世界大恐慌の日にあたりますね。本当だ。いよいよブラックマンデーに期待です。本当ですね。それかもしれない。さすがに。で、なんかもうね、その銀行の取り付け騒ぎみたいなのがもう起こってきてるので、で、もともと、3ヶ月ぐらい前のフィルさんのアジェンダで言うと、土曜日から始まるって言ってたんですよね。その金融崩壊のスタートが。土曜日から始まって、で、まあ、ちょっとそういうのがちょっと起こりかけてるのかな、みたいなね。今日銀行が、お金引き出し、お預け入れを、チェース銀行と、バンクオブアメリカと、ウェルズファーゴ。そうですね。大手3社。スイスも、レオレオさん、こんばんは、ありがとうございます。直樹直直さん、こんばんは、ありがとうございます。ピーターさん、かりさん、みかさん、こんばんは。今回、初見ですが、勉強させていただきます。ありがとうございます。よろしくお願いします。
0202いつもありがとうございます。ありがとうございます。0202さん滑舌悪くですタイパンさん、一つ確認させてください。はい。ベトナムドーンを所有している友人から質問されたのですが、はい。T4B 契約レートでの換金には限度額5000万ドンがあるのですかね。自分はジュディノートなどから無制限という認識をおりますか。私もそういう認識なんですけれども、なんか人によってなんか制限があるとか言ってる人がいるんですね。どこからの情報なのかわかんないんですけれども、制限があるっていう話は聞いたことないですね。私は直接は聞いたことなくて、でも、同じように質問で前もそういうことをおっしゃってた方がいらっしゃったので、どっからの情報なんでしょうね。ないと思いますけどね、私は。私の認識では。多分その個人個人によって、多分レートが違うと思うので、もう高い人はものすごい高い人は限りなく高くなると思うんで。なると思うし。そうだと思います。さくやさん、いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。自由人こうちゃんさん、いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。山城千秋さん、いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。今日はたびたびくるくるしますね。くるくるしますか。くるくるするのはね、こちらではね、どうしようもないんですよ。なので、入り直していただいたりとかするしかないんですね。すみません。伊藤なのかさん、こんばんは。いつもありがとうございます。先週はインフルエンザでダウンしてました。あらまあ、インフル。今日は良い情報多そうで楽しみです。そうですね、もういっぱいありすぎて。確かにインフルの季節になってましたね。そうですね。かおちばさん、こんばんは。こんばんは。飲み会の帰り道に聞いてます。なんかいいですね。女神たちのわちゃわちゃお話、私のルーティンです。ありがとうございます。タイパンさん、どんぐらこっこ気になってましたが、やはり著作権が来たな。出したことなく安心しました。よかったよかった。大ごとにならないで。やっぱりあんま長時間流したらダメですね、音楽はね。ね。まあでも動画には影響なかった。ちらっとだったら。動画への影響のところなしってなってたから大丈夫。まなちゃん、いつもありがとう。いつもありがとうございます。今週みかんちゃん、スイカさん楽しみに。ありがとうございます。今夜もよろしくお願いします。カズさん、こんばんは。こんばんは。ピーターさん、ジムの召喚時のレートと振り分けの割合について教えてください。80% が資金用途が人道支援、20% がフリー。そんな話私は決まってはない。聞いてないですね。すべてやっぱり使途はきちんと伝えなければいけないと思いますけれども、そのパーセンテージとかは特に私たちの追ってる情報ではないですね。ジムがどうとかジム以外はどうとかいうのもそれもないと思いますね。でも人道支援で換金された資金っていうのは特にその何対何で何パーセントが人道支援でなければならないとか何パーセントしか私的には使えないとかそういう縛りはあるって聞いたことないですね。聞いたことないですね。どこの情報ですね。もし差し支えなければまた教えてください。どこからの情報か。はい、以上です。はい、ありがとうございます。すみません。かおりさんは今書き向いております。大絶賛書き向き中で手がベタベタになって。はい、じゃあ次。はい、次行きます。はい、行きます。はい、ではそういたしましたら、はい、じゃあ絞りやった方がいいかな。後でちょっと手洗ってきます。で、レッドオクトーバーまとめこれか。これ言っといた方がいいな。長くなりますけれども、またちょっとじゃあまたエズラさんがこれ牧野兄さんがまとめてくださったやつをエズラさんが引用されてたんですけれども、なんか2回前か3回前のこの YouTube のライブでもエズラがまとめてくださったレッドオクトーバーの結構長い何月何日こういうことあったよみたいなのがあったんですけども、ちょっと
前回読んでないところぐらいの後半だけちょっと読みたいと思います。まあ今月レッドオクトーバーに何があったかっていうことを、まあ、改めて知るのにおさらいさせてもらえるのでいいかなと思ったんで、じゃあこちらね、一番ちょっと冒頭だけ読みますね。そのまま読みます。この10月、これマキナニーさんが別の自分のリンク、ウェブサイトのリンクを貼ってらっしゃって、そこに結構長文で書かれてた文を翻訳しました。でこの10月が終わる頃には対極的な見方ができるようになっているはずだ。そして好むと好まざるに関わらずあなたの人生は変わるだろう。あなた方に与えられた情報は娯楽のためではない。あなた方に広めるため、そしてこれから起こることに備えるために与えられたのだ。これはあなたの人生について話しているのだ。自分の内面を深く見つめ、自分の本質を理解する必要がある。未来に備えることができるのはあなた自身だ。私たちはあなたを教育し、情報を提供し続けるために最大を尽くしている。私たちが分かち合うことはアドバイスや教育として受け止めてください。真実は常に内側にあるのだ。抑圧する者たちと私たちの間にはこれからも多くの戦いがあるだろう。しかし最も差し迫った戦いであり、決して終わることのない戦いはあなたの魂の戦いである。この10月は間違いなく魂の戦いだった。良い人だと思っていた人が支配された敵であることが判明した。ほとんどの人は10月がトルコへのテロ攻撃で始まったことを忘れている。2人のテロリストが10月1日にアンカラの、象徴の、建物の建物の外で、爆弾テロを起こし、1人は自爆、もう1人は当局によって無力化されたということで、一応最初だけちょっと言いますね。10月1日からこれずっと1ヶ月の起こった主なこと。でもね、牧谷さんが挙げてることなんで、これ全部旧プランの中ですごく重要なことだけをピックしてると思うので、後で後々これがこういうふうになるための布石だったんだなとかいうふうな、多分後でパズルを合わせるときにおさらいするときにすごく重要な内容になってくるのかなと思うので、ただもうちょっと前回、半分ぐらいは読んでるので、ちょっとはしょりながらちょっと部分読んでいきますね。10月1日、プーさんはまた、核攻撃シミュレーション演習を行うと発表。ちょっと飛ばしながらざざっといきますね。10月3日、ケビン・マッカーシーが下院議長を解任され、ドナルド・トラさんの臨時下院議長就任をちらつかせる、ありましたね。で、10月4日、これはいいな。で、もういいや。この辺は読んだのでね、前回ね。もう後半やな。どこら辺からかな。じゃあちょっと、10月9日、中東の混乱の中でアメリカの防衛関連株が急騰し始め、10月7日のイベントの前に何人かの国会議員が武器の在庫を購入したと報じられた。もありましたね。多分前回読んだのが多分20日ぐらいまでの文を読んだんじゃないかなと思いますね。10月12日、ドナルド・トラさんが公の演説でネタニヤフ首相が我々を失望させたことを決して忘れないと語り、恐ろしいことだったと語った。これもめっちゃ重要だと思う。これ絶対後で響いてくる内容ですね。で10月12日、ジョージ・ソロスの250億ドル以上の財団の国際ネットワークは世界中のオフィスを閉鎖し始めた。もう重要ですね。で、10月15日、ギスレーヌ・ワックスウェルに対して証言したジェフリー・エプエプの被害者の一人が遺体で発見されたのもありましたね。10月18日、イッスはモロッコとエジプトの大使館を避難させた。で、10月19日、これ
10月18日、アメリカは18日時点で地中海に3隻の軍艦を配備している。で10月19日、イッスーはトルコから全外交官を引き上げた。10月19日、バイジーさんはプー様とハマのスーさんの両方テロの脅威とレッテルを貼った。10月20日、フリン将軍は自身の X アカウントで Q を心理作戦である、サイオプであると言った。で10月24日、第11準管区緊急令状が受理され、2020年と2022年の不正選挙を無効とする裁判が審理される。クラレンス・トーマス判事が判決を下す。10月25日、トルコのエルドアン大統領はハマのスをテロ組織ではなく自由戦士と呼ぶ。10月25日、マイク・ジョンソンが正式に下院議長に就任し、直ちに一数支持決議を発表。ね、なんかものすごい金額のお金を送るって今話になってますよね。ちょっと金額忘れましたけど。はい。10月25日、イッスーとパレパレの情勢悪化に伴い、オーストラリアが中東への部隊派遣を開始。10月25日、ニューヨーク州、最高裁判所予防接種を受けなかったことを理由に解雇されたニューヨーク市職員全員に対し、給与を戻して復職させるように命じる。もうね、進みましたね、こういうのがね。で、10月25日、これもいいか。10月26日、米軍機がシリアで、イランの代理勢力に対する空爆を実施。10月27日、トラさんが2016年と2020年の選挙に影響を与えた外国の影響活動に関する機密情報を裁判で提供することが明らかになった。10月27日、中国の主任疫学者、呉孫陽氏が60歳で死去。これね、先週話しましたね。で、彼は同国の強権的な、COVID、ロックダウン政策において重要な役割を果たした。10月27日、イッスーが正式にガザへの地上戦を開始。ね、地上戦やっぱり始まったんですよ、ここで。27日、ジョンソン&ジョンソンは、ベビーパウダーとガンとの関連で5万件を超える訴訟に直面し、倒産を計画。10月28日、イーロン・マスクがガザの国際的に認められた団体にスターリンクを提供することを発表。10月28日、トルコのイスタンブールで数十万人の人々がパレパレを支持する赤い海を作り上げる。10月28日、突然カテゴリー5のハリケーンに襲われたメキシコのアカプルコの映像が公開された。被害はハワイと酷似していた。いましたね。10月30日現在、地中海と紅海には、11カ国から50隻以上の軍艦が出港している。10月31日、イエメンはイスラエルに、イスに、宣戦布告した。イエメンがもう宣戦布告したんですね。はい。ということで、もうこの辺が、レッドオクトーバーに起こったことのおさらいでした。はい。そうしましたら次、バイ G の、逮捕が近いぞということについて、ちょっとまとめたのを3つほど、上げていきたいと思います。はい。じゃあ次。最初絵図から。はい。こちらね、これね、シグナルグループに入ってるんですけど、シグナル以外で出てないんですよね、これは。シグナルだけ、この一番上の画像だけは。他のやつは、あれなんですけど。これもX にも出てくるかなと思ったんですけど、ね、もうほとんど最近テレグラム全然投稿しないですもんね、絵面ね。全然ですね、もう、本当に、X の20投稿分の1ぐらいのヒントでしかなくて、で、これは X にも、テレグラムにも投稿してなかった分ですね。バイジーさん×して、で、世界が注目、大いなる目覚め、すべてが壮大なクライマックスにつながる。
あなたは映画を見ているホワイトハウスダウンということで、ね、これもホワイトハウスの話も結構今日いっぱい出てきてましたよホワイね。トハウスだ。うんですね。今日いっぱい出てる。ね出てきましたねはい今日だってね。マリンワン。ねまあねねマリンねワンはしょっちゅう来てるのかな、わかんないですけど、でも活動が多かったねであみたといですね。旗本当に正常期じゃないですね。ないですよね。はいだから2つちょっとあんまりちゃんと見えなかったですけどね。でその下が、まあ、これはX でも出てきたんでバンクマンフリード氏の罰みたいな。ねまあこれは他にもあったね。でちょっと戻りましてで次召喚状ってやつですね。こちらがマキナニーさんからですね、速報、ジェームズ・コマー、下院議員は、数日以内にバイ・ジーさん夫妻に召喚状が発行されるだろうと述べた。この話が結構このところめっちゃ出てますよね。もういろんな複数のところから。もう間もなくだよって言って、次マイク・ジョンソン。これも同じ内容ですね。よいしょ。はい、こちらが、インサイダーペーパーからですね、速報、マイク・ジョンソン下院議長は、バイ G を弾劾するかどうかについて、下院共和党が間もなく決断の時に来ていると語ったと報じられているということで、はい、でこの感じの話が、もうすぐ来るよ的な話が結構多いですよね、このところね。はい間もなくじゃないですか。これは本当に間もなくだと思いますよ。はい。ということで、そうしましたら次、不正選挙の、犯人の逮捕スタート。これも結構ここのところね、話題になったようで、ちょっと胸熱なんで、これもちょっとお話ししておきますね。でまず、ニュージャージーね。ね、これもう本当に、がっちりね、ビルクリさんと、ね、映ってるこの、もう何よりの証拠というか、何よりの証拠何よりももう悪人である証拠じゃんみたいな感じなんですけれども、でこちらここ数日 Q+++ さんからここ数日で民主党の、政治家数人が2020年の選挙を盗んだとして逮捕されている。もうこの理由で逮捕されてるんですよ。もうすごくないですかこれね。で議員が逮捕されたニュージャージー州はニューヨークの隣だということで、ちょっと下行ってもらって、これもあれかな、なんか入れ子になってる香りにニュージャージー州複数、これも一緒、これ一緒の話だ。ごめんなさい。でもちょっとここちょっと詳しいのかな。こっちがもっと詳しいですね。じゃあこれ開いてもらっていいですか。こちらがそのコーリン・ラグさんのこの今の件についての詳しい内容ですね。でニュージャージー州の複数の民主党議員が郵便投票に関わる選挙詐欺罪で起訴された。パターソン市議会議長のアレックス・メンデスは2020年選挙中の犯罪の疑いで起訴された。メンデスは郵便受けから郵便投票用紙を盗み出し、自分の投票用紙でないものを差し替える、作業を監督していたとされる。彼の妻と他の2人も起訴された。ニュージャージー州のマット・ブラッドキン、検事総長によると、メンデスは大きくって黒い袋を郵便受けに開け、完全に投票用紙で埋め尽くしていたという。被告人たちは自分たちに有利なように選挙を操作し、パターソンの有権者から声を聞く機会を奪おうとした罪に問われている。とプラットキン検事総長は述べた。民主主義の機能は有権者の投票が重要であり、その投票が選挙結果を決定するという信頼に依存している。メンデスはパンデミックのおかげで全ての投票用紙が郵送であったため、この不正疑惑を犯すことができた。
下の写真はメンデスがビル・クリー、コーリー・ブッカー、ウッピー・ゴールドバーグら著名な民主党議員と一緒に写っている、郵送投票は安全で確実なのでは、っていうことで。すごい詳細に書かれて書かれてました、こちらね。すごいこと細に。でした。はい。そういたしましたら次。ミーガンウルフで。でも複数点でもっとボロボロ出てくると思うんですけどね。今ちょっとニュースで上がってる、私たちが追ってるニュースで上がってきたのはこの2つなんですけど。でもいっぱい複数あるっていうことなんでね。はい。そうしましたら、こちら。速報、ウィスコンシン州下院議長はウィスコンシン州選挙管理官ミーガン・ウルフ氏に対する弾劾訴追を進めた。ミーガン・ウルフ氏は州内の至るところに違法な投票箱を設置し、老人ホームでの投票を違法に可能にしたため、大規模な不正選挙が行われたということで。この辺が全部明らかになってきてますよ。2000ミュールズのね、話ですね。ちょっとここについでに入れました。ブラック・ライブズ・マター。この辺ももう。これちょっと素晴らしくないですか？素晴らしいですよ、これは。そうなんですよ。ちょっとここに入れました。みたいな。ねえ。ブラック・ライブズ・マター逮捕されたんだみたいな。ねえ。これもう、びっくりしました。これは素晴らしいですよ、本当に。ブラック・ライブズ・マターズ活動家が募金詐欺で実刑判決ですよ。で、高額な生活費のために数千ドルを着服していた。こいつら本当にもうね、贅沢三昧してたんだよ、この金使って。高額な生活費のためにですよ。もう、いや、本当にもうこのね、悪人に雇われたこの人たちの、もうズブズブな人たちがもうみんな、暴露されてってますよ。はい。そういたしましたら。で次、じゃあマイク・ジョンソン。しかもなんかこの写真のこの背景になぜ55なの55なぜ55なのなぜでしょうかみたいな。ちょっと思っちゃいます。本当ですね。で次、マイク・ジョンソン。こちらが、リーディングレポート。クラッシュ・ザ・マトリックスから。速報。ジョンソン下院議長は現在、ケビン・マッカーシーの下では停滞していた、1月6日のビデオと画像をブレイズに引き渡す承認手続きを進めている。ということで、これまでね。この後にもうちょっと詳しい情報出てきて。この1月6日の、監視カメラで撮影された、データっていうのは4万件以上あったっていうのと、あとブレイズっていうのは、公平な報道機関、そこに公平な報道機関っていうなんかブレイズっていう報道機関があるらしくって、でそこに引き渡すみたいですね。なるほど。そうマッカーシーの下では停滞していたということで。はい、これが今日結構この手の話が結構出てきてました。はい、じゃあ次戻りまして、じゃあ次ダンちゃん。24日からはちょっと間違いです。で次、ダンちゃん。一つだけあげますね、ダンちゃん。いっぱいあるんですけれども。こちらが最高司令動画の役で、美香ちゃんが動画の、ナレーションの役をしてくれたんですね。最高司令官。彼は常に兵士の背中を追い、兵士とその家族をサポートした。彼は兵士たちを終わりのない戦争から遠ざけるという約束を守った。その後も彼らのことを決して忘れてはならない。米国は弱いリーダーを持つことが悲劇的に米国人の死を招くことを学び、だからこそ米国は今これまで以上に強さを必要としている。ドナルド・トラさんは司令官としてこのメッセージを承認するということで、そういうナレーションが流れた。で、すごい素敵な動画なのでぜひ見てください。はい、そうしましたら次。
れはいいや、トランポさんはちょっと飛ばしますね。じゃあ、プー様。はい。背後にいる連中。うん、プー様。はい。うん。で、こちら、プー様、紛争の背後にいる連中らと戦う以外に、パレパレ人を助ける方法はない。ね、背後にいるやつらね。うんそうですよね。で、我々は、ウクで彼らと戦っている。まあもうその背後にいる連中っていうのは一緒っていうことなんですよ。ね、素晴らしい。ということなんですよね。はい。ということです。もうこんな感じで。今週はちょっとね、プー様の動きはもうそんなに、あからさまなものは特にないんですけれども。ちょっともう一つこっち。次が、レポート。ロシアの、次のやつですね、プー様の。はい。ロシアのプー様は、ロシアとイスラム世界との協力を拡大する用意があると公言したということでね。これも結構いろんなところで同じ記事を見ました。はい、次。次、金平ちゃんはもう今回そんなにあれなんですけれども、軍艦配備。まあこれは金平ちゃんがっていうよりも中国がっていう話ですね。よいしょ。こちら、イスとハマの数の対立が激化する中、中国は中東に6隻の軍艦を配備した。中国の習近平ちゃんは、木曜日、独立したパレパレを確立するために、二国家解決策がイスとハマの数の戦争の根本的な出口であると述べた。米国が今週初めに強力な武器庫を中東に送った後、中国の派兵がやってきたということです。今ちょっと、配備はもう進んでますと。で次、米国は戦争じゃんけん。こちらも金平ちゃんが話したことじゃないんですけども、中国がっていうことで。はい、これもエズラさんの記事ですね。米国は、戦争ジャンキーだ。これは中国の、国防大臣かなんかの話してるのかな。でこの国は240年間存在し、そのうち戦争をしなかったのはわずか16年だけだ。彼らは世界中に800もの軍事基地を設置している。米国が行く先々ではどこでも人々が苦しんでいる。中国国防省の議長。いやもう本当にそうです。よくぞ言ってくれました。本当にまさにそれです。それでお金を稼いでいるわけですよ。はい。じゃあ次、イーロン。これまた、胸熱ですね。これ超胸熱ですよね。はい。こちら、これも Q++++ さんからですね。イーロン・マスクは AI を歴史上最も破壊的な力と表現している。いつかは労働力が不要になる時が来るだろう。AI が何でもできるようになる。私たちはユニバーサル・ベーシック・インカムではなく、ハイユニバーサル・インカムを実現することになるということで、ハイユニバーサル・インカムです。はい。ベーシック・インカムじゃないです。はい。ね。豊かになります。ということで。はい。そういたしましたら次。で、マスクの説、これね。これちょっとね、なんでしょう。これは、ストームライダーさんのやつなんですよね。こういう話が出てるんですよね。これこっちだけで、短い方だけでいきますね。はい。で、大規模な嵐が来ている。アメリカ海軍すべてが揃っている。ただし彼らはマスクの訴追を通じて証拠を提出する予定です。それらはすべて映画だ。ミリタリーの唯一の道だっていうことで、これちょっと他にも他にこれに付随した記事があるんですけれども、ちょっと長いので今日はこれだけにします。まずイーロンが一回ちょっともしかしたら逮捕みたいになるかもしれないっていうような筋書きがあるみたいで、そういうそれは全て映画なので気にしないでねっていうことをストームライダーさんがおっしゃってました。はい。ではそういうことがちょっとありそうな感じの話になってますよ。
はい。じゃあ次。タッカー。はい。気になる人いっぱいもうなんかもう終わんなきゃいけない人がいっぱいいすぎてもこんなに終えないですよ。もう本当にもうね一日中見てたらいっぱいいろんなことがあるんだろうけど見てられない。これおと思って。ねこれね、おですよね。はい。でこれで今朝ベルマーシュ刑務所に収監されているジュリアン・サンジを訪問したらしいんですよね。訪問しました。ねそれだけなんですけどね。タッカーがオーストラリアからアメリカに移ってきたんですね。ねそうなんですよね。そうなんですよ。でこの後なんか出てくるんじゃないかなと思ってこれねタッカーがね。じゃ刑務所でインタビューしたってことだと思います。でそのインタビューの内容がまたこれ昨日の話なので近々これに対しての続報があると思うんでちょっとねタッカーのX もちょっと見とかないといけないなと思ってこれ気になるな続報がと思ったんですよね。この女性の方アサンジさんの奥様だそうです。あ本当に、はい、すごい、そうなんですね。それもすごいですね。はい、そういたしましたら次フィルさんいきます。フィルさん。これちょっと長いですけど読みます、メッセージですか？はい。じゃあこちらがね今日が4日なので昨日の早朝ですねに昨日の早朝にフィルさんが投稿したですけれどももうフィルさんのテレグラムが今コピーもできないし転送もできないしかつ今回のこの文章は暗号的っていうか、まあ、F で書くべきものが全部フィルの PH になってるんで本当に解読が翻訳が結構大変だったんですけれども一応私なりに理解した範囲内で翻訳したのでちょっと間違ってるかもしれないですけれども、ちょっと読んでいきますね。かなりクライマックス感感じるような内容でございます。フィルさんの投稿ですね。はい。あなた方の炎のような発見が最前線にたどり着き、我々の廃れた、糞便のような架空の毛柄も F のつくね単語ばっかり並べてるからねもうなんかわざ別にこれが言いたいんじゃないだろうなただ書きたかっただけだろうなみたいな言葉が今F が使いたかっただけなんですよただ PH がで書きたかったから。で汚らわしい哲学を永遠に増大させたのは神の憎しみによって形作られたものだ。詐欺師たちは影響力のある人物、家族、友人として祭り上げられたが、その未来は我々をファシズムと偽りの、幸運に縛り付けている。私たちは、恐怖と汚物で満たされた要塞の中で終わったのだ。自由公正、そして基本的な信念。私たちの恐怖に満ちたファサードって正面から見た建物の外観とか正面から見たところですね。ファサード、遠い幻想だった。フィルあなたは言った。恐怖を煽る奴らはクソくらいだ。不屈の精神で最後まで戦え。炎の中で鍛え上げられたあなたは私たちに忠実さと金銭的な軽薄さに陥らないよう警告してくれた。我々の旗、友愛の、センパーフィー、これ、常に忠誠を。これ調べたら、センペルフィーかな。これはラテン語で、米軍の、海兵隊のモットーになっている言葉らしいですね。で、常に忠誠をっていうことですね。を色あせさせ、ありがとうございます。幻影にすることなかれ。我々がフェイクニュースと呼んでいる驚愕の茶番劇から愚か者たちのあからさまなファンタジーの犯罪ファイルを探し出すように、恐怖は束縛する。ファシズムに対する自由闘争か私は恐れずに信念を貫く。私の炎はよろめくかもしれないが挫折することはない。神が油を注がれた者たちは神ご自身の手で要塞を築かれ、この敵にとどめを刺すための信仰と不屈の精神と炎を与えられている。交わり自由、そして
一人の戦士から別の戦士へ、私の人生にどうしても必要だった勇気を見出す手助けをしてくれてありがとう。私はずっとそれを待っていた。ただそれを見つける場所を思い出させてくれる人が必要だったのだ。私は決して諦めない。というね、なんだかもう終わり宣言のような、もうなんかすごいつかみどころのない発言を長文でされました。珍しくフィルさんが。で、その後、そのちょっと後ですね、さっきのやつが6時12分で6時18分に、ブレーキングポイントが近いため、限界ポイント、限界点感じですね。で、が近いため、現在ライブの予定はありませんという投稿されました。で、その後に、その前かな、その前後、前だったかな、に、動画を4つ投稿されたんですけれども、もう何回も投稿してるやつが一つだけ新しいものがあったんですよね。長い。もうそれは多分映画のクライマックスだっていうような内容のものだったんですけども、ちょっとね、転送ができないので、コピーもできなかったんで、以前に自分が投稿したことあるやつだけは、動画を持っていたので投稿できたんですけれども、その2つですね。もうこれも映画のクライマックス的な。1つ目のやつはね、これドミノを倒すやつなんですよね、こちらね。これ何回も、もうこれで、今回でこれ6回目ぐらいじゃないかな。うん。多分5回ぐらい私投稿したもんな、これ。6回目ぐらいです、フィルさん。この2年間ぐらいで。6回目ぐらいの投稿になります。で、次、この下のやつも、すごい、撃たれそうになって、最後、仕返しして、全部敵を倒してしまうみたいな、そういう映画のワンシーンのような、内容なんですけれども、こちらも、これ3回目ぐらいちゃうかな。2回目じゃないんで、3回目だと思う。これも、今まで何回か2回ぐらい投稿されてますね。はい。ということです。はい。じゃあ、そうしましたら、フィルさんもからこういうメッセージとか、こういう内容が来てるので、本当に近いんだと、確信持てるなと思います。で、次。で、その後、これ昨日スーツって一言投稿したんですよね。それはみんな気になるからゲマったりなんだりでフィルさんのチャット湧きますよね。湧き湧きですよ。大湧きなんでみんなが調べてるんで。で一応その中で私もいろんな人のやつを見て、自分も気になるんで調べたんですけれども、で、その中でちょっと、一つちょっとその、何十個か見た、チャット投稿の中で、一番わかりやすかったのを取り上げたんですけれども、このデコードを行ったそのスーツについてね。で、シンプルゲマトリアスーツ88。で、Q ドロップ88は11月5日のデルタということで、そうなんですよ。で、Q ドロップ88を調べたんですよ。そしたらこれね、内容よりもね、もう重要なのは11月5日のデルタということですね。11月5日のこれ、11月5日を覚えておいてくださいっていうの。マーク Z さんのところのメンバーの方もしきりにおっしゃっておっしゃってました。でもうずっともうこの界隈の人たちがずっと言ってるから、特に絵面がずっと言ってるんで、去年一昨年も言ってたと思う。で、でこちらね、そう、11月5日、2017年の6年デルタの9ドロップになりまして88、でこれも10日間の暗闇に関する内容なんですよね。で絶対これねゲマの他の、文言じゃなくてやっぱりこれは9ドロップ88を意味してるんじゃないかなって私もいろんな見てたんですけど思うんですけれども、でこちら10日間暗闇、恐怖戦術 MSM、ジーズかな、これ私ちょっと分からないんですよね。アールズの離脱排除されたサウスアフリカ、アメリカ、アジア、ヨーロッパ
偽情報は本当だ。目くらましは必要。今日の焦点は米国であったが、同じ状況下で南アフリカで実際に起きていること、軍事統制、戒厳令、ミサイル攻撃、など、必要なことだ。ポータスのツイッター攻撃、重要。なぜこれが重要なのか。サウスアフリカ前のポータスの最後のツイートはなぜ関連性があるのか。南アフリカ、米国、アジア、ヨーロッパ。ポータスはどこにいるのか。なぜこれが関係あるのか。軍事作戦、米国内のオペレーター、白雪姫、大いなる目覚め、ゴッドファーザー3ということで、こういう気になる内容ですけれども、もうその内容の中で重要なのは10日間の暗闇っていう言葉と、11月5日のデルタってことじゃないかなって、そう超気になるんですけれども、それを多分フィルさんはおっしゃりたいのではないかと思いました。で次また今日あさってですね。明日5日だから。明日ですよね。今日4日ですもんね。アメリカ時間であさって。アメリカ時間でいうと日本時間であさって。そうですね。はい。そういうことです。で、次今日またその後ちょうどだからスーツっていうのを入れた時間のちょうど12時間後にグレイズって入れたんですよね。これも一言だけフィルさんが。もうこれまた湧きますよね。ツイルチャットでワキワキなんですけども、いろんな人がいろんな考察が入ってたんで、ちょうど12時間空いてるっていうのとかね。で、今回のこっちのグレイズの方は私はもういろんな人のやつを見て、57、ゲマはシンプルゲマは57なんですけれども、タイムスタンプが今回10時3分でミリタリータイムでいうところの22時3分だったので、2203これが一番合ってるんじゃないかなと思いますね。Qドロップ2203 DC でパニック、これ有名ですよね。リンチは話すという、DC でパニックかなって。今かな、ちょっと下下がってもらえますか。これですね。これだけなんですよ。Qドロップ2203は。だから22時03分に投稿したのはこれを示唆してたんじゃないかって思います。で、でちなみになんですけれども、こちらがこちらこれは違うか。で一応さっきのゲマで57だったんで、57の方のシンプルゲマの57の方も一応 Q ドロップ調べたんですけれども、こちらはもうちょっと内容は割愛しますけれども長いので、11月2日の6年デルタなんですよ。もしかしたらその11月2日を意味しているのかもしれないけど、私は今回のこっちの方に関してはQ ドロップ2203をフィルさんは意味してるんじゃないかと思いました。で、もうちょっと下下がってもらって、で、またいろんな人のいろんな話があったので、もうちょっと下下がってもらえますか。で、じゃあもっと下ですね。もっと下下がってもらって、一応その他いろんなやつを見てたんですけれども、結構ね、これね、ちょっと開かなんかスーツとグレイズは普通の時間でいうとこの7時3分にどっちも7時3分に投稿してて、7時3分と7時22時3分だったんだっけ。いいや。で7時3分だとしたら7時3分のゲマがバラク・フセインバマオさんだったって。だからもしかしたらバマオさんの、逮捕もうすぐ来るよってことかもしれないなっていう意見が一つあったのと、もう一つこちらがグレイズっていうのがリウッドさんの飼ってる牛の名前らしいんですよ。牛ですか。で、グレイズってなるその草をね、牛とかそういう草食動物が
草をはむっていうような意味なんですけれども、でこれリウントさんのはい牛の名前で、なんか逃げちゃったらしいんですよ、そのグレーズって名前の牛が。っていう投稿が最近あったらしくって、それなんかもしかしたら関係あるんじゃないかっていう意見が一つあって、ちょっと気になったんで、ちょっと気になったんで。ありそう、ありそう。ありそうでしょ？でもリュウトさんとこれも関連してる可能性あるじゃないですか。その逃げちゃった牛のことを何かもしかしたらルイさんは意味してるかもしれない。もう一つがね、これね、グレイズ、アナグラムというか、反対から読んだら、アナグラムで G を外したらエズラ。G をなくしたら、G を取ったらエズラになるねっていう話もあって、これはちょっとあんま関係ないかもしれないけど。で、これ以外になんかちょっと気になったのが、グラスリーさんの、最近のトウモロコシどうちゃらみたいなやつとかと絡めて、なんか考察してる人がいて動画を上げて、で要はグラスリーが次もうすぐ大統領になるってことをフィルは言ってるんじゃないかっていう話もあって、でそれも確かにグレイズとグラスリーさんのトウモロコシの動画とのなんか関連性について話されてたんです。ちょっと詳しくは分からなかったんですけど、とりあえず要はグラスリーがもうすぐ戻るってことじゃ大統領になるってことかもよっていう話もあって、それももう面白いなと思っている。大臣が退陣、近日中に退陣するんだったら、トラさんが戻ってくるのが1月15日付近なのであれば、それまでの、つなぎの暫定大統領になるかもしれない。そうで、それがもうすぐ来るってことかもしれないって、要はだからバイジーの逮捕がもうすぐ来るよっていうこと、来てグラスリーそれもかなり考えられますよね。その辺その辺を多分フィルさんはどれを言いたいのかそれを示唆するためにグレーズを上げたんじゃないかという、もういろんな方がいろんないろんな考察を空想ワールドが、みんなの空想ワールドが広がってますよという話でした。はい。じゃあもうちょっとこのぐらいにもうちょっとあるな。はい、じゃあもうちょっと行ってからちょっと休憩しましょうかね。はい。牡蠣食べたいけど。もうエズラさんはちょっと飛ばします。多すぎるから。じゃあそろそろ読むの変わりましょう。かおりさん牡蠣食べたい。牡蠣食べたい。クリス・ミラーさん。ミスタープールはもう飛ばしますよ。クリス・ミラーさん。でこれ最新のですね。これちょっと3つ読んでいいですか。めっちゃ美味しそうに売れてるこれ使っていいのかな。私いいですね。使ってください。クリス・ミラーさんのテレグラム。大きなエスカレーションが近づいている。飛行機には近づくな。物資を購入してください。ね、もうクリス・ミラーさんがこれ言ってるんだから、もう本当にもうすぐでしょっていうね、物資を準備しろって言ってるんでね、米とかトイレットペーパーとか皆さん買っとかないとっていう話ですよ。はい。というね、これが今日かなね、クリス・ミラーさん。次、イス秘密基地。はい。これもクリス・ミラーさん。米国一数の秘密軍事基地を静かに拡張。秘密扱いの米軍基地建設に関する政府文書が少しばかり注目されている基地に関する珍しいヒントを提供している。ガザ近郊での米軍の存在だ。以上か。これ昨日かな。これ昨日ですね。もう一個。これもクリス・ミラーです。パレパレで2万人以上の子どもたちが亡くなった。90% が14歳以下。90% が14歳。1万人が人身の売ります買いますされている。ひどいですよね。というのが、そういう情報が。
はい、そうしましたら、残りの1万人は貧困とかですかね。なくなったのかな。まあもうちょっと多いでしょうけど、売買されてるのは。ね、そうですよね。じゃあ次、ニコラス・ベニヤミンさん。はい。また胸熱ですよね。この話ね、結構他からも同じような話が出ているんです。そうなんですよ。ね、だからすごい整合性も取れるので。こちら読みますね。今週最大のニュース、明らかにフェイクニュースメディアが報道しないのは、スイス大統領アラン・ベルセ辞任発表である。モサの同やその他の情報源によるとオクタゴングループのリーダーの一人である。ベルセ氏の辞任は世界経済フォーラムや、ギャビ、ワクワクのグローバル同盟が、スイス政府から与えられた外交特権を失うことを意味するという。これによりワクワク接種による大量殺人犯に対する戦争犯罪法廷の道が開かれることになる。これは本当にそうなると思う。でもこのベルセ氏の辞任のことは他でもいっぱい出てきているので、ただね、日本で報道されてるんですかね。わかんないですけどね。報道はされてないと思います。されてないってここで言ってますもんね。言ってますね。ヤフーニュースとかどうなんだろう、見てないですけど。私も見てないですけれども、裏ニュースではいっぱい出てくるんですけれどもね。出てきます。ということで、はい。じゃあここで一旦区切りで、ちょっとあれ読みますか。じゃあ読みますね。もう22時40、23時43。早いね。ここまでがオープニングなんですけど。そうだったんですか。私の中では。それは長すぎる。それは驚きすぎますね。おいしい。直樹直直さん。X でもコメントしましたけど、ユリウス暦では11月13日までレッドオクトーバーですよ。そうですね。13日は月曜日。来週11月11日も暑いと思いますよ。そうですね。まだレッドオクトーバーは、ユリ暦でいうところのレッドオクトーバーはまだ続いています。はい、そうですね。アブティンか。アブティンプラネットさんか。ジムを召喚する場合、人道プロジェクトを行うことが期待されますが、必須ではありません。この文書の最後には、必要に応じてサポートするプロジェクトのリストが記載されています。ジムでは80-20要件はなくなりました。ジムは必須じゃないですかね。ジムを召喚する場合、人道的プロジェクトを行う。そうですね。マーク Z さんもおっしゃってました。必須ではないっていう言い方は多分必須ではないんだと思います。マーク Z さん曰く。そうなんですね。はい。今まではね、結構そういう必須そういう情報の方が多かったですね。債券であって、お金じゃなくて債券だからっていうね、ジムだけはっていう話でしたけどね。でも必須ではない。それは私もマーク Z さんのライブで知りました。なるほどね。で、その 80%、20% 要件はなくなりました。これはディナルリキャップスに投稿された記事ですが、以前はあったと思われる 80% は人道支援に充てることというルールはなくなっているんですね。そうですね。そうなんですね。カズさん、ドバイ2承認されましたね。ドバイ1とドバイ2ですね。タイパンさん、投票用紙の差し替え、BLA ブラックライブズマター、不正の選挙のことがすべて懐かしいこの頃。今になってやっと。本当に同感です。今になってやっと。
カズさん、これでドバイに留保されていた日本への資金がフリーになりました。うんうんうん。うんうんうん。いや、そうだと思います。そうか。タイパンさん。巨大星条旗の前でのトラさん演説動画も感動でした。感動でしたね。めちゃくちゃかっこよかったですね。うん、あ、そうそう。あ、私今日出さなかったな。あれね、一番オープニング今日見てたんですけど、昨日の朝のトラさんの演説、スタートして音楽に乗りながらこうちょっと踊りながら、最初演説出てきて、そしたらいきなりトラさん敬礼して、でアメリカの国歌が流れて、軍の方たちが歌ってる生の歌声みたいなのの録音のやつに合わせてこう旗の前で敬礼してするシーンがあって、めちゃくちゃ感動的でした。すごく良かったです。シャーズナブルさん、トラさんのラリーで宇宙時代の医療の話が出ましたが、メドベッドでしょうね。ある配信者がリリースは7年後と言ってましたが、早く出してほしい。どなたでしょうか、そんなことをおっしゃるのは。わかりません。カズさん、世界の金融の中心は日本になりますからね。そうですね。うん。0202さん、PH を使った E を踏んでるんですね。うん。そうなんですよ。ただ F から始まる単語を並べたいだけだろみたいな感じで、意味はどうでもいいみたいな部分もありました。はい。メドベッド早く出てほしい。うん、タイパンさん、フィルさんブラボー。フィルさんブラボー。うん、リュウトさん、牛も飼ってるんだ。牛もめちゃくちゃ牛飼ってますよ、リュウトさんは。動物好きですもんね。田舎でずっと暮らしてるね、今牧場で暮らしてらっしゃるんで、いつもその牛の写真ばっかり毎日上げてます。ゆきこさん、みかさん、かおりさん、こんばんは。こんばんは。お世話になります。お世話になります。タイパンさん、ミスタープールは最近頻繁に投稿してますね。そうですね、増えたんですよ、突如。全然なかったのに。そうなんですよ。杉蔵さん、かおりさん、こんばんは。電気栽培は効果ありますか？あると思いますが、まだわかりません。ずっとやってるんですけれども、でもオクラはよその同じ畑の敷地内の中で私のところが一番大きかったかもしれない。多分出てると思います。ただなんか一説によると結構高めのエレクトロカルチャーの銅のコイルを巻いた棒を畑に立てるっていう、そういうエレクトロカルチャーガーデニングっていう農法なんですけれども、それをすると高ければ高いほど範囲が広くなるらしいんですよね。棒の高さが高ければ高いほど、短ければ狭い範囲、高ければ高いほど範囲が広くて、なんか私のが今挙げてるのが、周りの他の人の畑まで恩恵がそうなんですよ。ね、そうだから私のおかげで私の周りの人たちがなんか半径50メートルだったかな、確かだったと思うんですよ。すごい広くて、そうか、だから私の畑周り全部、私のおかげでただ単になんか人と比較ができないけど、みんな多分私のおかげで育ってるんだな。すっごい広いですね。そう、50メートルだったと思う。50メートルプールぐらい。広。確かそう、もう何十メートルって書いてたんですよ。だからなんだ、もうみんな私の恩恵受けてるじゃんとか思って。本当ですね。そう、もうみんな感謝してほしいですね。知らないところでね。そうなんですよ。だから比較ができなくって、同じ環境でここの人のやつより私の方が育ってるとかいうのが分かんないんですよ。そう。でも多分、確かにそう。比較対象がないから、それがどんだけの効果が出てるかが分からない。はい。はい。タイパンさん、ミスタープール1時間前に X にスイッチの写真、スイッチの位置は右側ですって。ああ。まあでもちょっとその X のやつがね、どれが本物かちょっと私もわからない。私はもうそのテレグラムの一つのものしか追ってないので、他のやつはちょっともう追ってないです。
はい。ゆきこさん、フィルさん、いいところでグッジョブですね。うん敬礼してましたね。素晴らしい光景です。ねえ、かっこいい。あれ良かったです。私それ、あれやな、許容してたな、確か。タイパンさん、トラさん、敬礼の動画見ました。感動的です。ねえ、ですよね。感動的ですよね。ちょっと、だからトラさんが途中で、こう、ナレーションも、自分で録音したナレーションも入るんですけど、すごいかっこよかったです。ゆきこさん、タイパンさん、涙目になりました。うんうんうん。フリエネ応用編みたいで素晴らしいですね。うん。うん。電気災害かな。ああ、うんうん。そうですね。うん。うん。はい、以上です。はい。この 80%、20% の話は以前にね、ブルースさん言ってましたね。あ、本当に。ブルースさん言ってて、そうあ本当に言ってたんですよ、確かに。うんそれで、今はなくなったっってて、言ってた。確かに言ってた。あだけど、なんかあったかもしれない。私最近ブルースさん信用してなくて、うんうんうん信用できなくなってうんうんうんて。ちょっとね。そう。そうですよ。そうですねうんうんうん。なるほどじゃあこの話も、まあどうかなとは思ってた。うんまあそういう話もあるぐらいな感じでそう信用してなくも信用してる、信用もしてなかったんですけど。うん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 なるほどまあでもそうなのかな。うんそうなんでしょうね。うん合ってるところもあるんでしょうね。うんうんブルースさんが言ってることうんうんでも日にち云々の話は、もうちょっとまあ外れてばっかです。うんそうですね。外し続けて早十何年みたいな。ですね。うんはいでは次行きましょう。はい。はい。じゃあもう12時を間近にはい。しながら今からやっとRV 関連のお話になりたいと思います。マーク Z さん3日ブログはもう飛ばす感じですね。飛ばします。もう余裕で飛ばす感じですね。はい。マーク Z さん。はい金融の話して終わりだと思います今日は。まあもうしかも私なんかもう感じがこれねもう自分でも分かるねこれねうん。私の仕事でうん。中国のうん。生地屋さんの、うん。まあ、ちょっとアパレルに関連する仕事してて、で中国の生地屋さんの名前なんですよ。うんうんうんこれ金って入れたら、あ金って入れたらそれが自動で。中国っぽいなと思って。そう、うんなんかすいません。今自分で笑っちゃったこれ。この中国の方の名前っぽいな。うん。これ私がいつも使あのって女そうだった。いつももう毎日のように書く、言葉なんですよ。うん生地屋さんの名前です。あるあるですよね。あるある。びっくりした今。なんか変な風に変換したまま投稿してたりして、それ後から編集してっていうのが笑っちゃうわこれも。しょっちゅうです。うん金曜朝のマーク Z さんのチャット。金高朝。はい。金高朝。金高朝。はいマーク Z。債券側から興味深いニュースがいくつか出てきました。いくつかの債券情報源から、中国の長老たちが債券プロセスに腹を立てており、今すぐに債券支払いの 1% を法定通貨で支払うつもりであることを再度確認しました。その後リセットを求め、残りを金と資産担保通貨で支払うつもりです。当初は私の理解では、彼らは罰金と違約金を法定通貨で支払うつもりでした。次に RV、その後リセット、そして残りを金担保通貨で支払う予定で。これらすべてを約10日間で完了する予定でした。まだ完了されてない。これ長引いてます。で、これが私たちのタイミングにどう影響するかは分かりません。しかし彼らがすべての歴史的債権のコンプライアンスに関するすべての作業を完了し、支払いの準備ができているというのは嬉しいニュースです。これは債権関係者から聞いているおしゃべりです。そして話してくれる人も多くありません。先週から参加しているグループリーダーの多くは、これでもう終わったと考えています。銀行員たちは今週末に向けて本当に興奮しています。お願いします。これはいいか。飛ばします。これは、
アメリカンメディアグループからの良い記事です。主要21カ国が石油取引に米ドルを使用することを拒否しているという記事。素晴らしい。素晴らしいね。うん。これはペトロダラーの悪化と死を意味します。これもニュース記事。独占。スイス当局、銀行は銀行取り付けを防ぐための新たな規則を検討。スイス銀行出てきましたね。なんか130億ドルでしたっけ、損失130億ドル、損失を計上したんで、これはスイス当局が現在どこに懸念を抱いているかを示しています。銀行からお金を引き出したい場合は取り付け騒ぎを防ぐために引き出し可能な金額が制限されます。明らかにスイス当局は取り付け騒ぎが起こる可能性が高いと考えており、これは要注意です。ありがとうございます。じゃあ次。木曜夜ですね。ちょっと上の方は順当に読んで、ちょっと下の方だけ端折る。木曜夜マーク Z。とても楽しく興味深い話を聞いていますが、物事が順調に進んでいることを物語っていて、私たちはそれがすぐに実現するのを見るでしょう。中東からは物事はすでに完了しており、私たちはそれが実行されるのを待っているというニュースを受け取り続けています。だそうですけどね。クウェートで RV を行った当時、彼らはそれを10日間ほど秘密にしていました。クウェートでの RV は1990年代にクウェートで RV が起こったようですね。で、今の世の中、そんなに長く隠し通せるかどうかは分かりません。隠し通せるか今の世の中、ネット社会でってことですね。その1990年代はネットはなかったですよね。しかし、彼らはすぐに通達があるだろうと言い続けています。こちらのグループリーダーたちからは返事がありませんし、そして多くの人は週末に渡航していました。これもね、どうしてかは分かんないですけどね。多くの債権関係者たちが週末に渡航していたと。歴史的債権の人々は非常に注目しています。ずっと注目してます。ね。彼らはまだ11月4日を期待してます。もう今日ですね。今日は明日ですね。私の直感では今後これか。私の分析的頭脳では、文書、政府、記事を見て、1月1日までにはそれが得られると。遅くても1月1日までにはそれが得られると。マーク Z さんの直感はそう言ってるそうです。マウンテンゴート。メンバーの人がマウンテンゴートさんの情報を読んでます。CBI からの連絡によると、2024年1月が彼らの目標。最終的な目標。ディナールを復活させるのに最適な時期が1月であると、CBI から連絡があったとのことですけれども、わかりません。1月までにはね。遅くてもってことだと思いますけどね。メンバー、オイルダラーが死んだり、または瀕死の場合、オイルダラーが、死んだり瀕死の場合、どうすれば高い為替レートを得ることができますか？ほとんどの国は法定通貨から逃げています。はい、でもリセットすると資産担保ドルに移行することになります。したがって法定通貨が消滅すると私たちは資産に裏付けられたドルに移行します。そうですね。メンバー、家族の一人が、HSBC で働いており、QFS を確認しました。こういう体験談が多い。めっちゃ多いですよね。聞いたらちょいちょい出てくるので、かなり多いですね。聞いたらちゃんと答えてくれたみたいなね。あるある。なのでこれは時間の問題です。ごめんなさい。
はい。メンバー。ジムはこれか。ジムは、ここですね。ジムは人道支援専用ですか、それとも分けることができますか？ああ、それがだ、本当だ。これですね。人道支援用と、使用で使う用と分けることできますか？ああ、それか。うんまさにさっきの話マーク Z。あなたが個人的に保管できる金額は、100T 紙幣あたり4000万から5000万ドルだと聞いています。プロジェクトがある場合は、そのプロジェクトのためにさらに増やすことができます。これ否定はしてないんですよ。そうですね。否定はしてない。そうなんですよ。でも分けれるって意味だと思いますけどね、私は。はい。なるほど。メンバー、イランリアルについて何かニュースありますか？まだ最初のバスケットにイランは入ると聞いてますが、イラクディナールのレートより約 20% から 30% 低くなるはずです。以上。で水曜朝は水曜朝飛ばして、水曜夜。はい、水曜夜のマーク Z。今日、ようやくイラクの関係者から話を聞けたのですが、週末、WTO の会合があったのかな、は非常にうまくいき、数日以内に発表があるとのことでした。WTO 会合は1日2日3日ですね。数日以内に発表があるとのことでした。ことですよ。待ってますよ。で、国内外のさまざまな情報源からそう聞いています。ネイダーは議会財務委員会から動きを明らかにし、投機筋と対峙し、為替レートとイラクディナールの安定性について対処していることについてビデオで語りました。ニュース記事。ロシアはブリックス通貨に関して大々的に発表するそうです。彼らは前進しており、遅くとも2024年のブリックス会議までに発足する予定であると発表しています。2024年のいつでしたっけね。1月って言ってました。じゃあもうちょっとですね。そしたらもっと早くしてほしいですけど。私、リセットはもっと早く進むでしょう。そこまで1月まではいかないでしょう。いかない。そりゃそうですよ。そうじゃなきゃ困ります。困りますよ。メンバー、債券関係者はまだ11月4日を信じてますか？はい。4日を信じてます。はい、現時点ではまだ4日を狙ってます。メンバー、11月5日を忘れないでください。リメンバー。忘れないでください。メンバー、銀行の記事を読みましたが、銀行員は11月7日だと言ってました。これもありましたね。銀行員の人が11月7日。銀行内で送付されたメールでしたね。そう、銀行員宛ての。なんか白黒の、なんかってありますね。そう銀行員内で出回ってるっていうか、出回ってるメモ、メールには11月7日っていうふうに書かれてるらしいですね。で、メンバー。ミーシアマンの最近のビデオは素晴らしい。イラクは今週 WTO と会合します。で、RV に先立って加盟するには第8条に準拠している必要がある。はい。でも次、下は飛ばします。はい。そうしましたら次。30日、月曜朝。はい、月曜朝。ありましょうか？大丈夫。かおりさんずっと喋ってくれたから。月曜日朝、マーク Z。噂を聞いてみると、事態は依然としてファンタスティックを通り越している。嬉しい言葉ですね。ファンタスティックを通り越している。次の1日から2日以内にはわかるでしょう。イラクからはたくさんの噂が出ています。
彼らは未だ11月、これは合しなかったので、で、再建関係者は11月4日に来ると期待してます。変わらずずっと11月4日を狙ってますね。で、先週から特に何も変わっていません。ネガティブなことは何もありません。メンバー、11月5日は大きくなると聞いてます。11月5日、ネガティブなことは何もありません。11月5日って何回も出てくるんですよ。それは多くの情報筋から、11月5日の話は多くの情報筋から聞いてます。彼らが4日から遅れて5日に私たちを解放、4日から1日遅れて5日になる可能性もあります。最初4日だったんだけど。11月5日を覚えておきましょう。はい、覚えてます。シルバーは RV と同時に高騰しますか？すべての RV が揃えば、金とともに銀も高騰します。するでしょう。高騰するでしょう。はい、以上です。ね、今日上がり始めてる話が結構ね、出てますけど。はい。中国とトルコが、史上最高値を記録してですよ。ね、ですよね。シルバーも上がってきてます。はい、じゃあ、スカイさん。スカイさん、これミカちゃんがあげてくれたやつ。これいきましょうか。あ、これだ。これは11月1日のはずだったよっていう内容のやつですね。そうですね。もう15分ですね。だから、今8分なので、もうとりあえず、12時半まで行けるところまで読んで、で、半から最後、コメント読んで終わりましょう。はい。じゃあ半まで行けるところまで行きます。駆け足で。これ読みますね。スカイさんからね。で、こんにちは、音声の翻訳になります。こんにちは、皆さん。ちょっとしたアップデートがあります。なぜ、銀河団が私に全てのグループを閉じるように言ったのか。それは RV の通知が昨夜11月1日に出るはずだったからです。ね、だったんですよ。もちろん通知はありませんでした。そして一つ問題がありました。ここだけの話、ある将軍が命を狙われ、その後数時間以内に特殊部隊が動いたそうです。私が聞いたところでは、イギリスの特殊部隊の事態が集中したらしいが、私にはそれを確認する手段は全くありません。なので、これは事実ではなく噂話として受け取ってください。で、これが事実だったんですよね。これ、今日ね、ミカちゃんが事実確認。スミス船長か、スミス船長だ。スミス将軍。将軍かもしれない。ね。で、日にちがちょっと合わないからわかんないです。その話じゃないかっていうことなんですよね。で、なので、銀河団は昨夜絶対にそれ RV が起こると信じていました。だから彼らは私がグループを閉じるつもりでいることを承知の上でグループを、閉じるように私に頼んだのだと思います。彼らは皆さんが休憩を取るかどうかを見たかったのです。他のチャンネルに入ったり他のことをしたりするかどうかを、つまり全てがテストなのです。部屋を閉鎖すると閉じる。あなたがどう反応するかを見たかったのです。質問する、そのことでストレスを感じる、愚痴をこぼす、腹を立てる。私たちは常に試されているのです。これ本当にそうだと思うんですよね。もうこれずっと繰り返してますけれども、試されてるんだと思います。でも私は彼らがテストとして意図したのではないと信じています。彼らはテストとして使用したが、それは意図的ではありませんでした。意図的だったことは、昨夜通達が出るからということで、それに伴ってグループを閉鎖したかったのです。実際には起こらなかったが、ご存知の通り私たちは何時間という単位ではなく分刻みなのです。それは来ています皆さん、本当に来るのです。私の人生でこんなことは初めてです。今夜寝るのが楽しみです。なぜこんなにも情けないのかバカバカしいのか何の意味もないのか、私には分かりません。バカバカしい眠りにつくのが楽しみなんです。そう、できることもね、これもスカイさん特有のいつもの喋り。
そうできることをやりましょう。T の字に愛の字を書いて自分自身を整理しましょう。はい。あなたが準備万端なのは分かっています。でも予約に必要なものが全部揃っているかどうかを確認してください。鏡の前で自分のプロジェクトを発表する練習をしてください。何度も練習すれば緊張もしなくなるし、本番で自信を持って発表できます。そしてあなたは自分自身で自分を評価するようになるでしょう。鏡の前で醜い姿を見せたり、愚かだと感じたりすることで他の他人の前に出たときは、そうした感情はすでに自分の外に出ているので、感じなくなるのです。なので自分のプロジェクトに集中して練習あるのみです。楽しんでください。ということで、練習しておきましょうという、その面接のね。はい。最初は11月1日に、RV の通知が、来ることをギャラクティックたちは信じてたっていうことで、だから、そのチャットルームを閉鎖するようにスカイさんに頼んだけど、でも、それを利用して、テストっていうか、いろいろ調べてたっていうことですね。そのテストが最初から目的だったわけだけではない。で、その RV がもうすぐ来るからっていうので、閉鎖したから、その時をじゃあちょうどいいからっていうので、そうですよね。調べたって他のメンバーたちが、チャットに入ってるメンバーたちが他のチャットルームとかに出没してないかっていうのを調べてたってことですね。そうですね。いろいろ見られてるんですよ。でもなんかここ最近スカイさんすごいもう動画めちゃくちゃ上げて、なんとか見た音声だけは聞いたりしてるんですけど、ここ最近2人した話なんですね。そうですね。なんかもう、この間の超長かったやつも聞いたけど、ちょっとあんまり身のある話ではなかったです、私にとっては。3次元5次元系の話ですね。YouTube もあったし、そういう話が多いかな。そうですね。その系の話が多いですね。なんか特に実務的な話というか、ね、実質的にそのメドベッドのことについて詳しい話とかそういう情報的な話はないですね。そのところね。めちゃくちゃ毎日すごい勢いで長い動画が上がってますけれども、今は止まりましたね。そうですね。昨日までもう3日ぐらい連続でね。昨日もですか？昨日じゃなかったかな。一昨日かな。一昨日ぐらいまでかな。結構私4つか5つぐらい見ましたけど。本当ですか？今ね、もうチャットルームには全然来られなくなってて。やっぱりそうなんですね。キャメロットのやつも入りました？入りましたよね。あれもFacebook もね、キャメロットの。そうですね。でもあれは私も登録はしてない。見たは見ましたけど、人数まだ少ないですね。はい。では、そういたしましたら、マウリシオさん。マウリシオさん行きましょう。マウリシオさん。もうマウリシオさんの話できたらもういいや、それで。あとはもうできるとこまでということで。これはもうね。これはスペイン語？スペイン語なんですよね。で、自動の音声抽出でなんとか自分なりに日本語にダイレクトにしたらもうめちゃくちゃだったんで、一回英語にして日本語に翻訳してやったんですけれども、合ってるかどうかと思ってチャットメンバーのポルトガル語が話すと日本語が話せるパトリシアさんにいて、パトリシアさんはスペイン語が得意なわけじゃないけど、似てるからなんとなくは分かるっていうことで確認してくれて、で大体合ってるってことだったんで、ちょっと直してくれて、で一応それで私はイタリア語とフランス語は少し素養があるんですけど、スペイン語はもうゼロ全くわからないんで、なので訳しようがなかったんですけれども、で字幕つけました。でこちらがでこれウルビーのテレグラムに上がっていたものなんですけれども、マウリシオさんずっとねウルビーがコンタクト取って注目されている方なんですけれども、マウリシオさんが全ての作業が終わったというご報告をされたということで、ちょっと箇条書きにしたところだけ読んでいくと、金融機関の準備は全て完了。アメリカからの指示を待ち資金を配る順番を決めています。っていうことで
ね、アメリカからの後は市場待ちで待っていて、マフリシオさんの方の作業はもう全部終わったということでした。これはちょっとビッグニュースですね。はい、そうしましたら次。寒いですか？ちょっと寒い。寒いですか？うん本当に。ちょっと金価格上昇さっき言ったからちょっと飛ばして銀行のシステムダウン中いきましょうか。はい。あ、これも、まあ、こっちじゃなかったか。まあ、これも一応いきましょうか。今アメリカの複数の銀行がダウンしてますよという感じで。これね、すごい。ね、こんな感じで。これファイナルファンタジーってこれこんなのあるんやと思って。ファイナルファンタジーびっくりした。うん。あ、本当だ。これフォートナイトも。ファイナルファンタジー、と思って。フォートナイトもだ、本当だ。フォートナイトもあります？うん。知らない、本当だ、ファイナルファンタジーも入ってる。ねえ、そう。うん、本当だ。はい。そうなんですよ。うん。じゃあ次。本当だ。フォートナイト一番上にあった。うん。借金時計。ね、そう、こんなことになってます。こんなことになってますよ。はい。びっくりマークついてますよ。借金時計。はい。これどっちをしたらいいんだろう。でこっちでこれが連邦準備制度理事会がなくなり財務省ドルに置き換えられたということでこれ、この項目が米ドルのところが米国財務省ドルに変わったということでこれ英語でなんてこれすごい。これもう変わったらしいですよ。もう変わってるんですよ。すごいことですよこれ。英語で USA トレジャリーダラー、あ本当だ。すごい。すごいですよ。財務省の、ドルに変わりました。はい、次。アメリカの ATM。これもね、今日ね。よいしょ。いろいろ進んでるんですよ。で、自分でね、本当にそうですよ。こういうね、生の情報が入ってくるのがすごいあれですよね。そういうので、こう、人が誰が言ったとかじゃなくて、こういうなんか画像でね、実際に起こってることとかを出してもらえるとすごいなんか安心しますよね。時間湧きますよね。嬉しいですね。そうなんですよ。嬉しくて。で自分で ATM に行って確かめる必要があった。銀行は現金の払い出しもしていないし、預け入れも受け付けていない。言っただろう。銀行からお金を引き出しておけと。走れ、ということで。これは日本語訳のははい。これ Google 翻訳出したんですけど、まあ預け入れと払い戻しができませんってここ。本当にそうでここは書いてあるんですね。これで画面に出てるんですね。はい。はい。じゃあ次。TNT アップデート。ちょっとかな。TNT アップデートいきます。はい。はい。よいしょ。こちら、RV に関するさまざまなことが起きている。水曜、木曜、そして今日銀行が白黒のメモを受け取った。事件が起きているのだ。銀行は物事が目の前で進行しており、そこに到達するのを待っていると伝えられた。しかしそれは動いている。昨夜トニーは2時間の猶予を与えられたので、シャンパンを用意して準備していた。準備してましたね。私もシャンパンを用意してますよ。今夜も2時間の猶予がある。彼はその時間を聞かされているが私たちには言えない。しかし今夜の予定だ。彼の今夜というのは午後4時過ぎから午前8時までという意味だ。レートは素晴らしい。銀行の準備は整っている。R3 レターエージェンシーは昨夜その銀行が動き出すと思っていた。今夜であることを願っている。銀行、金融機関、財務省、誰もが警戒体制に入っている。参考までにトニーのシャンパンを用意したというツイッター、投稿は11月2日午後6時41分だったということで。テキサススネークさんは、72時間後に迫っているって言ってましたね。でそれは72時間後っていうのは、アメリカの東部時間の日曜日夜から月曜日にかけて、だそうですけども。その辺ですよね。その辺でしょう。頼みますよ本当に。頼みますわ本当。じゃあちょっと重要じゃないやつはちょっと飛ばしていきまして、じゃあ BOA いきましょう。4つぐらい飛ばしました。バンコブアメリカ。
こちら。うんこれって買ってもらったらいいですか？はい。米国への入金が遅れる可能性。バンクオブアメリカ。CNN が報じたところによると、バンクオブアメリカは金曜日に複数の銀行に影響を及ぼしている問題のため、顧客の預金に遅延が生じる可能性があることを警告した。何ですかこれは。ダウンダウンディテクタディテクター。ー、によると、バンクオブアメリカ、チェイス銀行、US バンク、トゥルーイスト、うん。ウェルズ、さっきのダウンディテクター、さっきのさっきの表ですね。ダウンしてる。の、ウェルズファーゴの顧客は金曜日の朝に問題を訴えたという。バンクオブアメリカは金曜日の顧客向けメッセージの中で一部の預金が一時的に遅延する可能性があると述べた。ある業界関係者が CNN に語ったところによると、この問題は、ACH、オートマティドクリアリングハウス。自動決済システムに関連しているようだ。その情報筋によれば、この問題は銀行固有のものではないという。銀行固有のものではないという。ない。そう。取り付け騒ぎ始まったかな。ということで、その下。で、そこからこれは、だいぶ前の、マキナニさんが挙げたシンプソンズの、バンクオブアメリカのやつですね。これが起こってるよって、まさに。これ中国でもこれ起きてるし。起きてるし。スイス国立銀行でも起こりそうになってる。ということが今始まってます。まさにこの動画のような状況が今、銀行に行ってもお金が出せない。で、みんなが怒ってる。日本はその点平和ですね。平和ですよね、今のところ。今のところね。でも同じことになりますよね、きっとね。だから、フィルさんとかエズラさんが言ってるようにお金を銀行から下ろしておいてくださいということなので。はい。そうしましたら、じゃあ次もウルビー行きましょう。ウルビーなどことどこ12時半になってからね、そう禁断のエリア禁断のエリア突入だいぶはしょったんでね、これでも他読みたかったやつを。で、なんか大した情報あったかな。あんまり今週だったんですよね。一応3日仕事中に嵐。秘密の花園へ突入。ウルビー。今、私の仕事中に嵐がやってきた。これはウルビーチャンネルのメンバーの方の体験です。インテルの一つあなたです。今朝、友人から電話がありましたと。で、彼のところに電話がかかってきたそうで、どことは言えないが、州側のことで50州が占領されるだろうということ。彼が言うには、彼らは100万個の遺体袋を発注しているということだが、それについて詳しくは説明を聞けなかった。いずれにせよ彼は非常に信頼できる人物だ。はい。ということで、何かやっぱり始まってるんじゃないですかっていうことです。米軍の管理下に置かれるってことですよね。じゃあ50州って全ての州ですからね。全米ですからね。もう間もなくその辺も始まるのではないかということで。そう。これ訳してて思ったのが、これの逆のことが、バマオさん政権の時は逆のことが起きてたんですよね。ほら、フィーマ。ありました。フィーマが、コビットの件で。コビット？違うじゃなくてバマオさん政権。バマオさん政権の。その国民のための遺体袋を、遺体袋か、棺か、わかんないけど、を、その数多く用意してたじゃないですか。バマオさん政権。フィーマに用意させてたじゃないですか。だから、
今回と逆のことが起きてたからそうですよね。すごい君たちが入るんだよっていう。そうそう進歩したなっていうか本当ですよもうね。今本当に真逆のことが起きてるなと思ってすごいなと思って実感してました。ミイラ取りがミイラになるんですよ。あなたたちが入るんですよ。うん、本当ですよ。うんね。はい。じゃあ次は短い。これを飛ばしますやっぱり。いやこれ72時間いきますやっぱりじゃあテキサススネークはい。だったかな。テキサススネークさんの英語って難しくないですか？難しいですよね。難しいめっちゃわかる。わかりますよね。うんなんか多分 TOEIC800 点900点ぐらいの英語じゃないかなって。ねうん。わかる。テキサススネークさん。うん。携帯電話の充電を維持し、警戒を怠らないように注意してください。日曜遅くから月曜にかけてイラクディナールが再び取引可能な通貨として世界の銀行から承認されるまでの72時間が迫っていますと。だそうですよ72時間が迫っています。迫っています。はい。じゃあ次マジョリ・テイラー・グリーン。27分だな。これ話してる場合じゃないかな。どういう内容だ？これはマジョリウルビーが出したんですけど、マジョリ・テイラー・グリーンが領収書を持参し、ジョー・バイ・ジーさんのマネーロンダリングを暴露したということで、はい、もうこれも近いよっていう話ですね。こうやってフリップでうん拡大して、そうです。そうですね。もう証拠突きつけてますね。はい。あと次マイク・クリスト8。これクリスト8。うんイラクは2023年11月1日に WTO への加盟申請を提出しており、今後3日間にわたって会合が開かれる。イラクはすでに昇格を承認されているが、正式に加盟するにはまだレートの変更が必要です。そうなんです。あとレートの変更が必要なだけなんですよ。これは広く受け入れられている想定であるが、この3日間の会合はイラクの世界貿易機関 WTO 加盟に向けた進展にとって極めて重要だ。はい、ですね。もうちょいです。はい。もう会合終わってますけどね。終わってますけどね。あとじゃあちょっと沈黙もまたねウルビーが沈黙しなきゃいけないって言われてるっていうことを言ってたのがあって、で次またテキサススネーク2ついきましょうか。でテキサススネークさん2個目。はい。テキサススネーク。私は情報源の名前を挙げることはできないが、以前までは何年何ヶ月何週間という単位だった。また落ちてる。あら、スペース今落ちたみたい。今だと。それまた今で。どうぞ。以前までは何年何ヶ月何週間という単位だったけども、現在は何日何時何分というタイムラインに変わってきていると。今後のイベントと神の祝福を与えてくださったことに感謝。はい、だんだんリコネクトできた。だんだん分刻みになってきているってスカイさんも同じこと言ってたなと思って。はい。よかったリコネクトできた。なんでだろう。前はできなかったんですけど。はい。じゃあどれ行きましょうか。もうあとはお任せします。次。これは何だっけ ?TNT さん。もうでも30分だな。じゃあ何か一つ選んでもらって、あと最後の一つ決めますね。どうしようか。どうしようか。ボタよりは何でしょうか。ちょっと一個一個開けて。負けないと分かんないですね。ね。ディナーリキャップス、コロンビアゴタキンコネルスミス。じゃあこれ読みますか。ディナールリキャップス。10月30日、コロンビア・ボゴタの銀行員ネルソン・ルイス曰く、BBVA コンパス銀行、コロンビアのですね、ボゴタにある BBVA
コンパス銀行の準備は整って、すべてのペイマスターが資金を受け取って、コードが流動化され、準備万端ですと。これいつの時点ですか？これは1日です結構ね。前ですね。先週10月24日の再開の後、誰もがポジティブになっていった。私たちは召喚センターで新しいコンピューターを入手する。私たちが配布される。で10月30日、アリエルさん、X のアリエルさん、私たちは大きな変化と株式市場の調整の真っ只中にいる。10月31日以降、俯瞰紙幣である米ドルは石油の支払いに使えなくなったようですね。なったようですね。もうこれなったってことですよ。で10月28日。だから今日トラさんめちゃくちゃあれだな、エネルギー関係の話してたんだ。すっごいしてました。もうほぼ演説の30分ぐらいずっとエネルギーの話してました。ドクタートムさん。RV 資金は各国の軍隊が管理しており、彼らが RV を行っている。軍隊が各国で RV を行っている。私たちは今、いつ何時という状況にある。あなたの将来の投資は銀行ではなく、米財務省かあなたが住んでいる国の財務省に直接行われる。国税庁も連邦準備制度も存在しません。はい、ありがとうございます。じゃあ最後に一つだけ、7番一番下もっと下の方下がってもらって、番号のところに行ってもらって、はい、これだけいきましょうかね。誕生日。レックスクリアさんもありましたね。そうですね。まあ。これはかなり重要情報だった。重要情報だったんですけどね。まあ。今日の誕生日？今日の誕生日いきます。あれを読んでたらもうえらいことになるんで、時間が。はい、じゃあ次。10分以上の動画でした。そう。今日は Q の初投稿から6周年を迎える。これ何日だったっけな？10月29日ですね。結構前ですね。多くの人がトラさんが Q ドロップで行ったことの価値をまだ理解していない。アノンが選ばれたのは非常に特別な理由があった。彼らは世界の他の人々よりも先に目覚めるという重荷を背負うことになった。アノンは他の人たちよりも先に真実を知り、人々が眠っている間に一歩一歩知識の痛みを感じることになる。アノンはそれがどんなに苦しくても途中で何人の友人を失っても真実を見つけるために献身的に尽くす。目覚めるということは光だけでなく闇を知ることであり、アノンはノーミーを救いに導くために神に選ばれたのだ。アノンたちはほとんどの人々が気づいていない戦いを戦っている。アノンが選ばれたのには特別な理由がある。どんなに迫害されても真理の十字架を背負う。すべてのアノンとデジタルソルジャー、そして、人類を大覚醒と導く手助けをしているすべての人々に神の祝福がありますように。お誕生日おめでとう Q ということで、すごいもう私たちの励ましの言葉ですよね、これね。はい、ということで、お誕生日でした。Q が初投稿から。はい、ではということで以上になりますので、あとはコメント読んで終わりましょう。よいしょ。はい。お待ちください。大パンさん、ゆきこさん、みかさんよく覚えておられますね。誰かな。なんだろうね。タイパンさん、ブルースさん確か言ってましたね。言ってますよね。外し続けた早十数年。外し続けた早十数年。本当に。ヒゲの愛国者さんが今日、テレグラムで、ブルースの情報はナンセンスだって、当たった試しないって言ってました。まあ当たってることもあるんだけどね。まあ部分的に参考にするといいと思います。
なおこさん、ありがとうございます。ありがとうございます。だいぶ間に合いました。毎週ありがとうございます。いつもありがとうございます。なおこさんの本読みたかったんだけどな、今日本当に。ストームライダーさんの翻訳。いつもありがとうございます。いつも本当ありがたく今日読みたかったんですけど、本当時間なくて、段取り悪くて。ゆきこさん、なおこさん、テレグラム、かおりさんのところで拝見しました。ありがとうございます。シルバー上がってきてますね。上がってきてますね。まあ、長期で見たらそうでもないんですけれども、まあ、1回下がってたので、3ヶ月前のところに今戻そうとしてる感じかな。02023さん、マウリシオさんの動画聞いて興奮しました。しました。もう夜中にめちゃくちゃ興奮しました、私も。興奮でした。本当に。早く私も上げたくって、でも、自信がないから、確認のしようがないから、本当にスペイン語だから。ね、だからもう、パトリシアさんに見てもらわないと、ちょっと間違ってたら嫌だなと思ったんで。私も試しに聞いてみて何を言ってるかっていうのが分かんないから、とりあえずウルビーのとこに上がってるので、重要はさすがにおそらく重要なんだろうと思って。ゆきこさん、米財務省に変わってましたね。ね。借金時計。タイパーさん、借金時計見たけど、今変わってました。やっぱり。素晴らしい。トレジャリーだら。ね。チャールズダブルさん、日銀が米ドル排除のスタンバイしてます。おー。いいやつです。そこら辺も結構ね、ゴールドテレグラフさんとかがね、結構日本のやつ結構ね、取り上げてくれることが最近多い。日本がキーを握ってるみたいなんでね。最後の爆弾は日本みたいですよ。松山みのるさん。はじめまして。はじめまして。みのるさん。情報ありがとう。ありがとうございます。タイパンさん。かおりさん投稿。6月24日、フィルさんライブより、土曜日、銀行やオンライン決済システムは世界中に影響を及ぼす。日曜日、顧客が銀行からお金を引き出せなくなる。そう、日曜日か。なんか一致してきましたね。一致してきましたよね。月曜日、ちょっと一日ずれてるけどな。月曜日株式市場は1日でペケペケ%下落。暗号通貨も。そう。それ。で、なんか、木曜日ぐらいまで続くんですよ、そのなんか、内容が。今度こそ、アーメン、味噌ラーメン、腹減った。本当に、今日は、ラーメンもいいですね。今日私は、お昼、ラッポギ、トッポギじゃなくて、ラッポギラーメン入れる。ラッポギって初めて聞きました。韓国料理作りました。で、一体それじゃありがとうございます。タイパーさん、誕生日おめでとう。タイパーさん、ブルースさん、最後にホームラン一発期待してます。ねえ、最後ぐらい当ててよ、みたいな。ね。何月何日って言って、パチンと当ててほしいところですね。ねえ、日付1回ぐらい当ててほしいよね。ホームラン。最後の最後でお願いしますよ。さよならホームラン。お願いしますよ。シャーズナブルさん、今日もありがとうございました。阪神タイガース優勝でトラさんも勝利。優勝したんですか、結局。違う、まだわかんないのかな。ちょっと私も詳しくないから。友人こうちゃんさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。以上です。はい。なんかね、スペース1回落ちちゃったのに、なんかまた結構集まってくださってありがとうございます。すいません、なんか1回落ちてしまって。はい。では、そんな感じで。今週もありがとうございます。今週も会えない時のために、こんにちは、こんばんは。そして、会えない時のために。トゥルーマンより。トゥルーマンショー。そういうセリフがあったんですか？多分そうだと思います。はい。ありがとうございます。皆さん、コメントいつも。ありがとうございます。はい、そうしましたら以上で持ちまして、ちょっとまだお二人本日はありがとうございました。まだね腹八分なんですけどね、いっぱい言いたかったやつが出てないんですけど、ちんたらしすぎちゃって前半に牡蠣食べながら牡蠣向いてる時間あったらもっと真剣に喋れっていう感じで。はい、
まあそんな感じでちんたらやってたんで、もう終わります。昔少しスペイン語を勉強してたので、誠実なマウリシオさんの声に感動しました。本当にはね、分かる人がね、知ってたら聞きたかったんですけど、私ももう、本当スペイン語はちょっと0202ですね。はい、はい、佐藤恵子さん、南子さん、ありがとうございます。ありがとうございます。あまなちゃん、ありがとう。はい、本日も。では、以上で失礼させていただきます。お開きです。はい、皆さん長時間お付き合いいただきましてありがとうございました。はい、じゃあ今日はこれで失礼します。はい、おやすみなさい。さよなら。はい、おやすみなさい。失礼します。はい、さよなら。はい、では